チャンネル高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ちょっとノート更新できなかったりですね、体調良くなくて、ご心配おかけいたしまして申し訳ございませんでした。そしてまた少し遅れてしまいまして、さらに重ねてお詫び申し上げます。元気がなかった理由でもあるんですけど、本日はですね、参政党日本のリベラルに相違の未来はなかったということで、皆さんね、イラン戦争の渦中のアメリカですとか、石油危機や高市政権の話の方が聞きたいかもしれないんですけど、メインで参政党と、東大5月祭問題を取り上げまして、最後にプロテスト運動などについて取り上げようと思います。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を取り上げますので、視聴にはご注意ください。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱います。また配信中に緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありませんのでよろしくお願いします。配信およびチャット欄、コメント欄では差別を禁止しております。くどいようですが差別を禁止しておりますので、そういった書き込みはご遠慮願います。はい、ということでですね。はい、ですね。今日さん、先にコメありがとうございます。そして、しょうがさん、ミニラトルさん、マヤ F さん、無欲さん、ペタさん、つばきさん、NF104 さん、かなしみさん、コンカラスです。会長ご心配いただきありがとうございます。ちょっとね、さすがに、今回のことでいろいろクラクラしてしまって、なんか久々に精神的に来ましたね。なんかいつも平気でいるつもりなんだけどね、やっぱり私ってなんだかんだ言って左派とかリベラル派の人に対して期待してたりとか、そういうところがあるのかもしれないですね。自分の弱さですね。はい。反省したいと思います。ですね、アイリカナダさん初コメありがとうございます。615さんもお疲れ様です。来ていただいてありがとうございます。私なんかちょっと体調面の問題もあるんですけど、ダウナーだし、このですね、リンク集見ていただければわかるんですけれども、リベラル批判的なこともね、たくさんやるので、ちょっとそういうのはちょっとっていう方はですね、聞きたくないっていう方は、ちょっと、いろいろ考えてください。お願いいたします。はい。あとですね、署名のご案内です。オンライン署名最高裁判事に同性婚にイエスの声を届けよう6月7日までということで、来月がですね、プライド月間なので、それでですね、マリフォーさんが、最高裁で愛は勝つということでですね、新たに署名を立ち上げました。現在3000人ぐらい署名集まってますので、皆様ぜひ、この機会にご賛同ください。はい、同性婚にイエスなのは当たり前です。はい、あと、華やかな大阪・関西万博の裏で苦しむ建設業者を救ってください。370億の黒字の一部で未払い10億円の解決をということで、これ以前からずっと署名あったんですけど、新たにまたですね、署名を立ち上げられたそうでございまして、こちらもぜひ、オンライン署名の方ご賛同ください。370億円も黒字が出てるのに10億円の救済をしないというありえない、政党維新に対する、抗議をしたいと思います。よろしくお願いいたします。八坊生さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いやー世情もものすごくひどいんですけど、ちょっと今回はね、ちょっとリベラルと言われる、リベラルを自称していると言ったらいいのかわかんないですけども、その一軍の人たちに対していろいろあったので、ちょっとクラクラしましたね。はい。すいません、やる前からため息ついてますけど、あとですね、第7回難民移民フェスがこのような状況ですけれども開催されます。皆さんの癒しになっているかと思います。6月6日ですね、開催されるそうでございますので、ぜひ行ける人はですね、ミャンマー、アフリカ、チリ、クルドの方々などの食べ物や小物が集合しますので、ぜひともですね、駆けつけてみてください。毎回すごい盛り上がりになるそうです。はい、ナミさんここからです。差別容認系リベラルいやほんと差別容認系としか言いようがないっすよね。あれ何なんでしょうね、あの人たちはって。いいやとりあえずそれは本編で話そう。
まあその前にですね、言っておかなければいけないことはありますので、その前にいろいろ話しますが、名古屋レインボープライドでも最高裁判決のことがトークショーで取り上げられましたということで、なるほど、ありがとうございます。いや、皆様のね、地道な活動、頭が下がります。はい。なぜ、こうした気持ちを、自称の人たちは分かってくれないのかということを、胸に秘めながら、胸にそういうドロドロした思いを抱えながらですね、ちょっと話していきたいと思います。まずは、イスラエルとアメリカの話をしていきます。まあ、彼らも放ってはおけません。レッドアラート。軍用艦艇が現在我々の艦隊を迎撃しており、IOF 部隊が真昼間に我々の最初の船に乗り込んでいます。我々は合法かつ非暴力的である人道支援ミッションのための安全な通行を要求しています。政府は今すぐ行動を起こし、これらの違法行為、ガザに対するイスラエルのジェノサイド包囲を維持するための海賊行為を止めなければなりません。占領の暴力の正常化は我々全員の脅威ですと。いうことでですね、グローバルスムードフロティラ船団がまた出発したんですけど、また拿捕されてしまいました。はい。いやー、しつこいな、本当に。いや、グローバルスムードさんがしつこいのではなく、イスラエルがしつこいんですよ。なんで拿捕するんですか？違法行為だって言ったよね、この前ね。はい。なので、トルコから新たな船団が出場したんですけれども、また捕まってしまったそうです。皆様、助けを、ですね、ぜひとも訴えていきましょう。でも今回ですね、ちょっと大物と言ったらちょっとあれなのかな、の方が乗り込んでいて、まあ、割と騒ぎになってるんですけど、アイルランドのキャサリン・コノリー大統領の実のお姉さんであるマーガレット・コノリー博士が、地中海でガザ向け援助船団が阻止された後にイスラエル軍によって拘束されているそうです。はい。喧嘩売ってるんですかね、イスラエルは。まあ、前々からまあ世界中に喧嘩売ってるんですけど、よりによってですね、アイルランド大統領の親族を捕まえるというのはね、なんていうのかな、本当海賊ですよね。何も考えてないのかなっていう感じですけど、さっさと解放してください。よろしくお願いします。キアミさん、タクシー運転手見てます。いいですね。はい、ぜひともですね、ゆっくり見てください。枝豆家庭連合最高ガラスです。小川千恵さん、ネタバレされてる。法からの自由を謳歌するイスラエル。はい、アイルランドのキャサリン・コノリー大統領の実のお姉さんだそうです。私もびっくりしたんですけど、まあ、新パレスチナ活動家で、今回ですね、グローバルスムードフロティラに乗り込んでたんですけども、捕まってしまいましたということだそうです。で、未だ解放されていないということです。はい、とんでもねえ話ですね。本当に。ふざけてるのかなと思いますが、まあ、イスラエルは常にふざけているので、少しでいいからね、国際人道法というものを勉強してほしいと思います。そうですね。アイルランドは珍しく、ですね、植民地支配された側なので、はい、比較的ですね、パレスチナにも理解がある国だと言われております。アミチル海賊さん、コンガラスです。来ていただいてありがとうございます。ガザの状況も全く良くなっていません。残念ながら。ガザの多くの地域でワールドセントラルキッチンが食料供給を停止しています。数日が経ち、飢饉の兆候が衝撃的かつ苛烈な形で再び現れました。昨日、避難キャンプには十分な食料源もなく、人々は代替手段がなく、飢えに直接直面させられています。私は毎日、夜明けから空っぽの鍋を抱えた子供たちを見てきました。食料のない配給ポイントの間を走り回り、行った時と同じように空腹の糸疲れ果てた顔で戻ってきます。これはもはや例外的状態ではなく日常の現実です。以前は1日あたり100万食が配布されていましたが、今はその数は20万食まで激減し、数千の家族が1日1食さえ受け取れないという深刻な崩壊を意味しています。だからですね、私も、本当は公的機関とかに常に寄付を求めたいところなんですけれども、一つのところにだけ寄付してるとこういうことが起きるからね、ワールドセントラルキッチンさんもずっとガザで活躍してる支援団体なんですけれども、イスラエルは恣意的に止めたりするので、もうどうにもならないんですよね。なので、他のですね、NGO さんとか、個人寄付のバックアップでなんとかしてほしいなというところであるんですが、もうこの状況を一刻も早くやめない限りは、ガザでのジェノサイド状況は続くと思います。はい。
タイムズさん、ナノクラフトさん、伊沢さん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。まあ、来年の我々の姿かもしれないですよね、本当に。こういうことを堂々とやって、いや、国際社会でやつら文句やったら言ってみろと言ってるギャングそのものですね。はい。まあ、アメリカのバックがあるギャングというもはや、そういうキャラクターが定着しちゃった感じがしますが、まあ他にもですね、レバノンで相変わらず殺戮も続けています。イスラエルの空爆による死者が3000人を超えました。これは停戦状態ではありませんね。名ばかりの停戦が1ヶ月前に始まったものの双方の戦闘は続いていると。レバノン保健省は18日、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派ヒズボラの間で、3月に激化した紛争についてイスラエルの攻撃によるレバノン国内の死者が3000人に達したと。4月に10日間の停戦で合意し、停戦を延長しているはずなんですけど、停戦を延長するごとにですね、400人ぐらい死者が増えているんですよ。どういうことなんですかね。これは意味がわからんですよね。停戦って何なんでしょうね。まあ、イスラエルにおいて停戦というのは、まあ、全く意味がなしてないというか、機能していないということが、まあ、よくわかります。私も別にだからイランの体制もクソなんですけど、そのことは強調しておきますが、イランは国内の人たちを殺しているので、それを前提の上で言いますけど、イランはですね、アメリカに対して和平の条件としてですね、レバノンでの戦闘をやめるように言ってるんですよ。だから正直イランの味方せざるを得ないですよね。これをやめさせないと虐殺止まんないでしょう。はい。当たり前の話じゃないですか。だからアメリカだってそのこと分かってるはずなのになんでイスラエルを止めないんですかね。私には全く理解できません。はい。いや、ギャングより立ち悪いですよね。停戦するって言って停戦しないですからね。どんな人間たち、どんな政府なんだこれはっていう。そもそも政府として機能してるのかって思いますよね。まあ、日程みたいに軍だけが暴走してるってならまだわかるんですけど、そうではないですからね。はい。まあ本当ね、イスラエルが手下な分余計にきついですよね。まあそんなね、イスラエルの親玉こと悪の帝国アメリカさんなんですが、今度はですね、トランスジェンダーの人たちを虐殺することを目論んでいるそうです。司法省が画期的合意を確保、子供の性別適合医療を終了し、デトランジションクリニックを設立する。トランジションクリニックを設立する。信じがたいワードが、まあ、これ公式アカウントなんですけどね、飛び出しているんですけど、デトランジションクリニックというのは、要するに、まあ、性別移行を逆転させるみたいな治療でございますね。治療じゃないんだけど、まあ、拷問ですね。はい。をやろうとしていると、トランスジェンダーコミュニティをめぐって煽って、憎悪を煽り、米国におけるトランスジェンダーの人々のデータベースを作成し、刑務所内のトランスジェンダーの人々を実験台にし、射殺せよという警告を発する未成年者に、強制的にデトランジションを施し、デトランジションクリニックを設立するというですね、まあこれちょっと煽り気味に書いてるんですけど、このようなことを企んでいるのではないかという話ですね。はい。いやでもマジでデトランジションクリニックアメリカの名においてアメリカ国内に設立するっていうのはちょっと一線を越えてますよね。はい。強制収容所呼ばわりされるのは当然だと思います。はい。ですね。ベングビルっていう極右のね、イスラエルのおっさんが公主系ケーキでパレスチナ人の死刑をお祝いしたりしてましたね。ほんとむちゃくちゃですよね。ナチスですよ。ナチスだし、その親玉もなんかナチス化してますよね。クズすぎる。絶滅収容所かよ。シスタンダード様自由に生活できていいですね。っていう。いや、絶対これね、後世の教科書があったらね、21世紀の悪の数軸って書かれるの間違いないですよ。このままだったら日本も加わるからね。はい。これはトランスジェンダーの人向けの市の収容所です。今後数年で彼らはテキサス州のすべてのトランスジェンダーの人々を一網打尽にし、こんな場所に送り込むでしょう。デトランジションしないどんなトランスジェンダーの人も殺されると思います。もしあなたが現代の脱出ドイツに生きていると思わないならあなたは注意を払っていませんと。もちろんこれも警告ですよ。警告ですし、まあこういう、まあ構想が練られていますという段階なんですけれども、構想を練ってる時点でダメだろって思いますよね。アウシュビッツって言葉を知らないんですかね、アメリカの人たちは。はい。絶対中止されるべきだと思います。はい。いや、ほんとね、だから同性愛者の人たちに対して、まあ、その天候療法っていうのをやってたのを、まあ、トランスジェンダーバージョンをやってるだけなんですよね。
だからそれがいかに愚かなことかっていうか、医学的にも完全に間違ってるし、そう、天候療法は全く効果がないことが科学的に立証されてるので、ただの拷問にしかならないんですよね。近代の差別と弾圧を濃縮したような政策。差別が行き着く先はやっぱりこうなりますよね。アドメゲリオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。だからあらゆる差別に反対しなければいけません。はい。ホワイトハウスは反米的政治団体、急進的トランスジェンダー擁護派およびアナーキストを特定し中和すると、公式声明をこの前出しました。はい。この中和というのが何を意味するのかというのが割と議論されているんですけど、中和ね、なんだろう、どういうことなんでしょうね。はい。アンティアメリカンと、アイデンティティ&ニュートラライズするというですね、アイデンティファイ&ニュートラライズするというですね、なんかSCP 財団だとニュートラライズするっつったら無力化するみたいな、殺すみたいな意味になるんですけどどういうニュアンスでニュートラライズって言ってるのかな、よくわからないですね。はい。ですね。この洗脳はなぜ許されるのか。いや、本当にね、だから、このアナーキストと並んで、だけどトランスジェンダー急進派みたいなのが並べられてるのが意味わかんないですよね。トランスジェンダーは思想じゃないっちゅうのっていう。はい。アウシュビッツと同じだということに気づいてなさそうですね。大体の人は気づいてないんですけどね。中道する急進的抹殺だろうな。天候。キッズさんここからして中和、うわ、これはアメリカに行ったら中和されてしまうわっていうですね。はい。いろんな人の悲鳴が聞こえております。はい。ということでですね、そんなトランプ君なんですが、習近平さんにいろいろ怒られていたようです。はい。朝日新聞がなんか割とまともな社説を出しているので見るんですが、中台関係の現状維持が共通利益であり、台湾独立は論点ではないということで、私はなんか散々アメリカを批判していますが、別に習近平支持者では全くございませんので、そこを誤解しないでいただきたいんですけれども、ただトランプのこういうですね、どうしようもないなんか独裁者になりたいけどなれませんみたいな態度はですね、習近平に馬鹿にされるのは当たり前だと思うんですが、一方的にですね、州側は、台湾海峡の台湾独立は入れないみたいなことを主張して、トランプはですね、武器承認に対しても、承認するかもしれないし、しないかもしれないみたいな、わけのわからないことを言って、気まぐれみたいなですね、意味不明なコメントをして帰っていって、全然成果を上げられなかったと言われてるんですけど、そもそも台湾の独立は中国との取引材料にアメリカがすべきものではありません。台湾の人々が中国に統一されることを拒んでいるのは伊藤支配に組み込まれることの嫌悪感です。長きにわたる国民党の独裁と戒厳令を経て民主化を遂げた台湾では人権が守られ、人々は言論の自由を享受しているのです。台湾の初の直接選挙で総統に李登輝さんが就任して今年で30年になります。台湾では同性婚なども認められています。台湾の民主主義はアイデンティティです。アメリカが勝手に変更していいものではありません。はい。ということを、ですね、トランプさんは勉強してから中国に行ってほしかったなと思います。はい。アナキストって意味分かって使ってるんだろうか。いや、意味分かってんのかなって思いますよね。本当半分意味分かってなくないっていうふうに思うんだけど。イランの同性愛迫害を非難してアメリカの攻撃を正当化してたネット右翼の人たちはどうするんでしょうかって。いや、本当にね、だから台湾のこともそうだし、イランのこともそうですけれども、だからアメリカを支持しながらそういうことを言うのがね、どんどんダブスタ化してるんですよね。だってトランプがこうだからアナキストだろうが権利は擁護すべきなのになぁと。本物の抑圧者一党独裁国の指導者と権威主義に憧れているゴロツキというですね。所詮ゴロツキの悲しさですね。ですね。高市さんもこれで完全にはしごを外されてると思いますので、いや、台湾と連帯するのは別にいいと思うんですけれども、とりあえずあなたは辞任してほしいと思います。はい。で、そんなトランプ君なんですが、自国で何をやってるかっていうと、情報筋によると司法省がイラン戦争に関連した26億ドルの石油取引を調査しているそうです。26億ドル
26億ドルって何って感じなんですけど、なんか石油市場がですね、とても不思議なタイミングで取引をしていると。なんかね、トレーダーが、取引の直前に原油価格が下落するという謎の現象が何回か起きていると。その時不思議なことが起こったみたいな感じなんですかね。例えば3月23日、トランプ大統領がイランの電力網への驚異的な攻撃を遅らせると発表する15分前にトレーダーは原油価格が下落すると5億ドルをかけた。4月7日、トランプ大統領が一時停戦を発表する数時間前にトレーダーらは原油価格が下落すると信じて9億6000万ドルにかけた。4月17日、荒口外相がホルムズ海峡が開通したとソーシャルメディアに投稿する20分前、トレーダーは原油下落に7億ドルかけた。4月21日、トランプ大統領が以下省略4億ドルかけた。何やってんのこの人たち。マジって言ってんのっていうですね。まあ、さすがにアメリカ司法省が捜査していますので、トランプ本人がやってるわけじゃないのかもしれませんが、とんでもねえ話ですよね、これ。インサイダー情報を、アメリカの利害関係者にドロドロ流してるかもしれないってことでしょ。いやー。まあ犯罪者だとはねずっと言ってきましたけれどもね、戦争で本当に戦争で私腹を肥やすやつっているんだなって思いました。はい、ちょっとびっくりしましたね。ということでですね、習近平は敵リレスの罠を克服しましょうみたいなことが言っちゃったらしいですけれども、あれも時代主義ですよね。まああれギリシャ神話のね逸話は面白かったので皆さん検索してください。検索した人多いと思うけど、はい。台湾の人たちを無視しています中国もアメリカも日本も無人島のような扱い。いや本当にね失礼ですよね。失礼極まりない。だから台湾の人たちの自立権とか、ですね、自分の意思が一番尊重されるべきであって、彼らがね、中国とくっつきたいって積極的に言ってんだったらいいんですけど、そうじゃないですからね。はい。ね、オリベーターアナキストって幸せ高くなかったのって天才トレーダーを持ったもんじゃろう。先ほど資本主義に破壊されたばかりなのにこんなものを見せられたらですね。いやー、本当になんて茶番なんですかね。まあトランプが3000回ぐらい異様な取引をしていたとかね、そういう噂も流れていますが、今のところ確定事項ではないですね。はい。正義の名を冠するんだから人と心とも思わないところが正義なんでしょうか。いや、ほんと、ジャスティス外してほしいですよ。デパートメントでいいでしょ、これ。ホワイトハウス。ただのデパートになるやん。もう、こんな連中のために日本経済が崩壊したのかと思うと、もう、悔し涙も出ないですよね。話がデタラメすぎるのか、暑さにやられたせいなのか、今日は何も頭に入ってきませんということで、いや、まあ、それが自然だと思います。はい。皆さんも無理しないでください。これからちょっとさらにいろいろきつくなっていくので、はい。ということでですね、最後に、まあ、こんな状況でもですね、まあ、あんまりこういう褒め方正直したくないんだけど、まあ、素晴らしいとしか言いようがないので、素晴らしいと言うんですが、イスラエルがガザへの援助物資を不当にも阻止しています。その中でパレスチナの人たち何やってるかっていう話なんですけど、リサイクルプラスチックを使って緊急用水道ホースを製造してるらしいんですね。いや、天才的だよな、この人たちは。本当になんかこういうことをやらせると。ただ、これはイスラエルの抑圧によって培われた技術なので、部外者が安易に褒めるのはやっぱちょっと違うとは思います。ただ本当に DIY やらせたらパレスチナ人の人たちって世界一だと言われているので、自前でですね、プラスチックのろ過装置とかこれ作ってんですよ。すごすぎるでしょ。まあ日本もこれでも本当今からでもこれやった方がいいと思いますよ。今こそこれ必要な技術だし、絶対なんかね、家庭とかにあっても、みんな助かると思うから、もちろんなんだろう、有害物質とかには配慮しなきゃいけないと思いますけど、はい。ですね、皆さん、ちゃんとリサイクルしましょう。あと、不必要なね、プラスチックなんかは捨てないで、なんかに再利用するように心がけましょう。はい。ということでイスラエル・パレスチナの、アメリカの話でした。はい。ということですね。今じゃジャスティスじゃなくてジャストアイスだからね。リベイの皆さんどうするのこれ。いや、すごいですよね。どうやってんだろうって思いますよね。あんまり熱源もないのに、
どういう技術って思うんだけど、でもパレスチナ人の人たち普通にだから水道ろ過施設とか自前で作ったりするんですよね。何技術だろうこれっていう。まあよくわからないんですけど。ただ彼らが DIY 上手なのは、まあ、戦争とか虐殺のせいなんで、まあ、それはね、パレスチナの人たちに面と向かってすごいねみたいなことを言うのはちょっと違うとは思います。はい。ただすごいはすごいですよね。はい。そう何もないから結局自分たちで作る技術を磨かざるを得なかったんですよね。はい。生きることが抵抗になるのでね、私たちは寄り添ってこうやって頑張っていかなきゃいけないなと思います。はい。ということでですね、パレスチナ・イスラエルとの話でございました。はい、ちょっとお水飲ませてください。ちょっとこれからきついパートに行くのではい、ちょっと失礼します。はい、失礼いたしました。ということで、プラスチック材料は種類が同じなら溶かせば何度でも使えるって、まあそうなんですよね。だから、それは頭では分かってますけどね、なかなか実行するったらね、難しいですよね。はい。帝国主義的抑圧が非抑圧民族に自力再生を強要しているというそうですね構図なので、だから自力構成していることはすごいんですけど、まあただ無邪気に褒めるのはちょっと違うかなとは思います。はい。ということで皆さんお待ちかねしました、参政党とリベラルの終わりについてお話ししようと思います。はい。まあ皆さん知ってのことだと思いますし、まあ先週のねフリートークなどでも取り上げたんですが、参政党が東大5月祭で、講演をしようとし見事失敗しました。参政党神谷代表、東大の講演を受けた理由や話す予定だった内容を明かす来月にも大体の会開催へということでしなくていいよって感じなんだけど、参政党の神谷宗平は、18日国会内で会見し16日に予定されていた東大5月祭での自身の講演会が中止となったことに関し、講演会で話す予定だった内容に関してなぜ中止になって議員になったのかとか、今の社会状況や学生が政治に向き合うためにうんたらかんたらという、まあ話したいことがいっぱいあったということですね。SNS では大学側がヘイト的な内容の話をしないよう宣誓書を書いてもらおうとして現場にいた参政党の党員ら関係者と揉めたという内容の発信が流れています。まあこれは事実なんですけれども、こうした投稿は見ていない、誓約書に関しては党に正式な申し入れがなかったなどとの虚偽の主張をした上で、そもそもこういうことを言うなと誓約させること自体がおかしいと主張しています。はい。一方で学生にも言われて前日に講演内容を出しています。なぜに議員になったのかとかそういうことを言うことであってヘイトスピーチがしたいわけではありません。私たちは外国人に対して差別的な行動はしていません。LGBTQ の方にもしていません。私たちが言っているのは過剰に外国人を受け入れ安い労働力として使うということは違うということですと。まあいつもの主張なんですけれども、長く日本に住んで帰化されている方もあり、そういう方を排斥しろとか一切言ってないって嘘つけという感じですが、普段は外部の講演を受けないようにしていますが、まあ今回はですね、せっかく招いていただいたのに非常にショックを受けました。残念でしたと。まあ、ただね、一応前提条件として言っておくと、これは愉快犯の爆破予告により、講演会がまあ中止になってしまったということで、その爆破予告自体はもちろんです。当たり前ですが、決して許されることではありません。最終的に当日の全ての企画がまあ中止に追い込まれたこととして、まあ、もう絶対に許されないので、なんかね、悪質な愉快犯として有名なやつが犯人だと目されてるんですけれども、まあ、何としてでも捕まえてほしいなと思います。はい。ということでですね、この人高校教師だったの怖いってみんなそう思うよね。神谷に論理が通用すると思ってる人がいるのが恐ろしい。いや、いっぱいいるんですよ、それが。デマと差別の自由を主張するな。自由小リベラルの皆さんは差別主義者の発言を守りたいならせめて間違った情報の修正をしてくださいと。これが政治家か。ですね、維新藤田も高校教員出身。そうなんだ。知らんかった。
ありがとうございます。右側の段取りも最悪であり、そもそも受付時間に部屋を取っていなくて空いていなかったとか、だからまあその辺も原因だって言われてますよね。はい。まあ、右往の衆というね、わけのわからない右翼団体が4団と言われてるんですけれども、はい。しかしですね、そんな神谷宗平さんに、まあここちょっと一気に行こうと思うんですが、神谷宗平さんと仲良くしようぜと言っている人たちがいます。誰でしょう？右翼かな？はい。いやいや、さすがだな。おっしゃいますね。またさ、褒め殺しするから。いやいやいや、よかったです。はい。いやいや。年取ろんあれでしょ。はい。いきますよ。2番目、はい、4番目か。はい、4番目。ね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとう。今一生懸命考えてます。はい。いや、いいじゃない、このなんかね、身近な皆さんが。じゃあ、神さんまたよろしければユースフェスティバルの前でも写真を。あ、じゃあ一枚だけ。はいはいはい。あ、ここだね。はい。すみません。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとう。お疲れ様でした。また。はい、お願いします。お願いします。お願いします。どうもありがとうでした。いやいや。民主主義ユースフェスティバル2026での一幕です。本日、小川淳也代表が会場で、参政党神谷宗平代表と懇談しました。立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わすこと。それもまた民主主義にとって大切な姿勢です。これが、16日の午後9時45分に投稿されています。意地悪で過去の投稿を持ってきたんじゃないですよ。暴力革命、殺人、テロ、リンチ、外貨誘致の首謀者である徳田久一でさえ吉田茂と人間的な関係を持っていたわけで、議会政治というのは本来こういうものである。吉田と徳田の関係が美談となり、これが美談とならないのは偏った思想だ。この件で小川代表を批判している人たちとは考え方が違うと思う。なぜ是々非々という当たり前の立ち位置を取れないのでしょうか。このツイートでの罵倒名称を見れば、中道改革連合が左派リベラルと手を切るべき小川淳也よくやったと思う人もいるでしょうね。罵倒ではなく論戦で戦うためには、まずは握手をするのが政治のルールです。左派リベラルの反政治に取り込まれてはいけません。ヘイトスピーチかどうかを判断するのは文脈によります。これは法務省ではなく専門家の見解の基本です。神谷代表が講演でヘイトスピーチを語るから否定せよというのは予防原則に通じる弁士出身の思想です。僕は一本変質などしていません。レッテル張りによる印象操作はやめましょう。微妙に違います。有田先生。治安警察法体制下の弁士中止はまず弁士に喋らせてみてやばい内容なら中止させたというものです。喋る前から中止させるというのは弁士中止より悪い治安維持法の思想です。中道と公明は立民含めた3党合流へ本腰勝手にやってれば、ヘイトスピーチに表現の自由はないという命題は慎重な検討が必要で、ヘイトに当たるかどうかで表現の自由の有無が決まることになります。そうだとするとヘイトかどうかの性質は極めて厳密に定義しなくてはなりません。ヘイトスピーチかどうかで表現の自由の有無に重大な違いが生まれるとすれば、この言葉は安易に使っていいものではありません。まあ安易に使っていいものではないのはそうかもしれないけど、講演や演説では事前に明確に告知したない場合を除け、ヘイトスピーチに当たる内容が出てくるかどうか事前には分からないのですから、事前抑止などはおかしいということになります。ヘイトスピーチに表現の自由はないと言われるに至った前提となる問題意識や状況は分かりますが、実際にそのような命題を打ち立てるとなるとかなり慎重に考えなければいけない課題が多いように思われます。なお、在特会による朝鮮学校前での演説のような例はヘイトスピーチという概念にこだわるよりも威力業務妨害とか脅迫とか多数個人に対する名誉毀損侮辱罪として扱うレベルのものだったと考える方が適切であるように思われます。在特会が朝鮮学校に押しかけたのは差別的言論によって相手の尊厳を傷つけに行くことを目的とするため、国家も規制すべきであり市民社会も一致して抵抗すべきだと思います。しかし参政党についてはヘイトスピーチ解消法が規定するヘイトスピーチの定義に即し、まずヘイトスピーチの実績をまず確定させるべきでしょう。その上で反ワクチン、がんは存在しない積極財政、さらには男は男らしく女は女らしくも含めて、私はそれらには同意はしませんし反対の意見ですが、それらはヘイトスピーチではなく通常の民主社会における意見です。これらはキャンセルされるものではありません。上記の在特会と同じ意味での明白かつ現在の危険があるとは考えられません。事前規制は憲法21条2項の検閲に当たる可能性があり、単に検閲に当たらない差し止め、施設利用制限だとしても厳格かつ明確な要件が必要です。名誉毀損やジェノサイド扇動のように言論が違法となる場合があることは確かですが、そこから直ちに大学がその都度の話し合いで偽善規制して良いということにはなりません。不寛容な言論に対して寛容でなってはいけないというのは詭弁です。我々は不寛容な者たちに対しては不寛容になることを学ばなければいけない。それは我々の寛容を守り続けるためにできることだというのは、オランダ極右自由党のビルダースの発言とほぼ同じです。ビルダースやその先駆者のフォルスタインはこのロジックを使ってイスラム教徒の移民を排外しました。このようなですね発言は危険です。極右と同じですよ。
皆様はもうお分かりでしょうが、参政党の神谷初代表の発言は欧州の極右政党と同様、法的に厳密な意味でのヘイトスピーチを回避するレトリックが多用されており、在特会と同じ違法は通用しません。はい。デモクラシータイムスさんには悪意はないですが、五野育夫先生ですね。はい。東博樹、やはり参政党は他の政党がやっていないニーズを拾い上げているなと思います。そこをもっと向かい合わないと、参政党カルトだなんだと片付けてなんか批判したい気になっていても、全然このなんというか、我々は負けていくと思います。望月磯子とおっかちゃんチャンネル。朝日新聞のコメントプラス、常見洋平先生、被害者は誰なのか馬鹿予告を断じて許すな。反差別の名における暴力の免罪、根拠なき犯人死という指摘裁判に私は強い疑問を抱く。私は参政党も神谷氏も支持しない。そして政治家であり、政党代表であり、現代社会の一つの現象でもある人物を大学祭に呼び議論させることには意味がある。反対させする自由も招く自由も批判する自由もある。それを暴力、威圧でストップさせてはならない。百田直樹を呼んだこともあるけど、それも同様のことだ。この世から根絶すべきは嘘と差別と暴力である。青春が奪われたこと、大学の自由が脅かされたこと、そして怒りが憶測に転化しつつあること、その全てに対して私は知識人、論者、大学人として強い怒りと冷徹な警戒を持って警鐘を乱打したい。自由な討論空間を防衛せよ。言葉の力を暴力に明け渡してはいけない。反差別は暴力であると。ヘイトは言論の自由に入らないの人たちは、しかし何がヘイトか自分が決めると思ってられるのかもしれないが、そうは問屋が下ろさないので、その通りお前の言論こそヘイトだと言われて問答無用で自演キャンセルされる恐れについても考えた方がいいんじゃないですか。これは全くその通りです。自己の正義の絶対化とその恣意的な運用に基づいたナイーブな人権侵害こそが20世紀の数々の巨大な悲劇を生みました。オーウェルの動物農場や1984を参照するまでもなく、何がヘイトか自分が決めるという思想の恐ろしさはもっと理解されていただきたい。国立大学の学園祭で講演を行うのに資する人物なのかどうかという適正さを問うアプローチが案外危なっかしい。学生主体の学祭の講演にそんなの求め始めたら身動きが取れなくなってしまいます。私も不適格じゃないですかね。笑い。産経新聞、東京大の語学祭に爆破予告があったことについて、茂木健一郎さんのコメント、三島と全教徒は認め合っていた。参政党の主張に対して特に強く共感するという立場ではないというした上で、陰謀論とされる意見も含め自由にやり取りすべきだ。それで影響を受けるなら騙されるからというのは、民主主義というのはそんな柔なものではない。作家の三島由紀夫と全教徒の討論について自由闊達というか、それぞれの主張を言って、それでもその互いを人間として認め合っていたんだと述べ、イデオロギーや立場の違いを超えて議論を尽くすことの大切さを強調した。疲れたすいません疲れましたもうさ、日本のリベラル滅んでよくないですか神谷宗平をここまでね擁護する熱意でなんで差別に反対してくれないんですかね。すごいですよね。ここまで熱くなるんだっていう。いやー、すごい。差別は言論の自由というですね。はい、素晴らしい主張を、中道改革連合から、こたつぬこさんまでありとあらゆる人たちが展開されておられました。私が具合悪くなったことをですね、少し理解していただけたかなと思います。はい、すいません。ちょっとお水飲んでから、コメント読ませてください。はい、大変失礼しました。ちょっと熱くなりすぎてしまいました。生姜さんお疲れ様です。コーヒー代ありがとうございます。なんとかさん、やっぱつれいわさん、コンカラスです。アンソニー・ファウチマンさん、初コメありがとうございます。ブッダはリベラル。ボンブンさん、コンカラスです。ひろゆき先生、賛成党を批判しています。ガッターさん、コンカラスです。ひろゆきはリベラルだった。一ノ瀬さん、コンカラスです。ゼック中道とは一体。天内さん、コンカラスです。いや、そもそもね、大学が呼ぶなっていう話なんですよね。はい。マサ X さん、コンカラスです。なんでこれ動画上げようと思ったら、いや、悪意あるよね、これ。信じられないと思いましたよ。確かに民主主義ユースフェスティバルがあったという事実はあったんでしょうけど、これ、だから当日の9時25分に上げてるんですよ。だから爆破予告で中止になった後に、神谷宗平をこれねぎらってると言われても仕方がないじゃないですか。
じられないですね、この政治センス。終わってると思います。マジで。いや、私、だから、今までの発信見てれば、でも私、明確な中道アンチじゃないの分かっていただけると思うんですけど、目を直そう。ちょっと目がおかしくなってた。すいません。これは総理大臣になれない。局さんと話した方がいいんじゃねえのかっていう。いや、これ公式に出しちゃダメな動画、エリカラトさん、ゴンカラスです。これ公式に出しちゃダメな動画ですよね。はい。だからね、このタイミングで公式に出してることが間違いなんですよ。民主主義ユースフェスティバルで、確かに私だって国会議事堂とかその民主主義ユースフェスティバルで神谷宗平がニコニコしてたら、それ挨拶ぐらいはしますよ。それ挨拶とかするなとか、いきなり殴り合えとかそんなこと誰も要求してないんですよ。誰も要求してないんだけど、こうやってメッセージ付きで、よりよって5月祭の夜に投稿するのはおかしいでしょという風にみんな言ってるんですけど、まあ中道改革連合さん分かってくれないみたいで、結局この動画そのまんまなんですよね。取り下げてないんですよ。炎上したんだけど。神谷はそんな綺麗事が通用する相手ではない。いや、そんでなんだよな。性善説すぎでしょ。はい。徳田は美談じゃないと思う。神谷は民主主義を分かってると思ってるのか、差別に是々非々という態度はありません。人狼ゲームに推理力で勝てると思ってそうな。いやー、それなんだよな。カモにされるタイプですよね。人狼ゲームに私は推理力が高いからなんとかなる。討論能力ならうちの方が上だぞ。いや、そりゃそうかもしんないよ。小川さんの演説上手ですよ。それは知ってますけれども。だから神谷さんの有害性ってそういうことじゃないですからね。はい。ここにつけ込んで差別主義者をのさばるのでは、いや、今、神谷さんいろんなとこでヘイトスピーチ喋ってるでしょって聞いてないの君たちっていう。ヘイトスピーチ禁止法はすでに侮辱罪名誉毀損の延長線上にあり、言論の形をとっていても公共の福祉の名に規制されるものであり、そうなんですよね。だから新堀さんの意見もおかしいんですよ。この人プロの弁護士のはずなんですけど、なんかね、朝鮮学校の演説のような例はヘイトスピーチじゃなくて侮辱罪でよかっただろうみたいなこと言ってるんですよね。いや、よくないでしょって。まあこれ後で反論しますけど、はい。ヘイターには発言の場を与えてはいけません。バカ予告を左翼しばき隊の仕業と決めつけて断罪しまくっていた人たち、霊障アカウントで謝罪したやついますかってということです。ケニア強さんスパチャありがとうございます。神谷と議論は不可能です。はい、不可能です。私は偽善者ですというだけでこの師匠。神谷さんが誓約書にサインしてくれればよかっただけの話。いや、本当にそうなんですよ。だからそれを検閲だって言った上に、なんかね、治安維持法の再来だみたいなことまで言ってるんですよ。いや、須藤さんにもがっかりしましたよ。この人もうちょっとまともな人だと思ってたのに。ひどいよね。そんな制約力があるんだったら、神谷さんにとっくにヘイトスピーチやめさせられてるでしょ。たかが東大生のさ、陳情みたいなものにそんな効力があるわけないじゃないですか。はい。いやー、これだけのものを浴びてたのでね、心身に答えました、正直。はい。いや、バカ予告したのが左派とか決めつけてる人も結構いますからね。いや、もう反差別が暴力的だっていうのはなんかみんな、いや、私だってなんだろうね、確かにプラカ持って行ったりするけどさ、別に、叫んだりする人は叫んだりする人でやってると思いますけれども、私はやってないし、いろんなスタイルの人いるからね。認知戦っていうのも案外自分がやってることのミラーリングかもしれないと。いやー、バカ予告犯にしてはね、もう願ったり叶ったりで笑い止まらない展開でしょうね、本当にね。こんなに大騒ぎして自分のこと擁護して目をそらしてくれてありがとうって感じっすよね。いやー、言論のアリーナ的な概念はもう現代に当てはめられないと思います。私もそう思います。西和と全教徒を美化するんじゃねえというね。いや、それもすごい嫌ですよね。なんか三島さんがなんか神のように崇め立て祀られているんですけど、茂木さんのあんな脳みその中では、それは違うだろって言いたくなりますよ。それからしてもう違うでしょって感じですよね。在日外国人に豪に言っては豪に従えと言い放った参政党神谷が東京大学憲章という豪に従ってほしいと言われたら拒否したというですね。いやー、民主主義がやわだから今の惨状なんですけどね。共産党批判の、してた人すらヘイトスピーチでは意見ではないという点では一致できたのにっていうですね。ひどすぎて面白くなってきた。こんなこと言うんだから極中度は負けたんだよ。ですね。
辛すぎる。差別されてる人の存在が綺麗さっぱり系で。いや、そこなんですよね。だから当事者の存在が頭にないんですよ。全員に共通する特徴なんですけど、当事者、このヘイトスピーチを浴びてる当事者の人たちのことに関して考察した形跡がね、ゼロなんですよね。すごいよね。だから左翼対右翼のただのね、バトリ合いだったら私だってね、別に言論の自由で優先されてもいいんじゃないですかぐらいのことは言ったかもしれないですけれどもね、差別主義者とは違いますからね、それは議論できないでしょう。はい、サツデさん、ここからです。モテギさんも変わっちゃいましたよね。レイシストを差別するな。ウケる。正直差別主義者と同じくらいこういう中立ぶって差別主義者を批判しないリベラルやアカデミックの人が嫌い。いや、ひどいよね、本当に。で、マジョリティのリベラル男性の立場で、みんなそう、だいたいみんなシス男性ですからね、女性もいたと思うけど、みんなね、シスジェンダー男性で、望月磯子さんは違うけど、あるところにもですね、私は特徴を感じてしまいますよね。三島由紀は盾の会で国家転覆と軍隊ごっこに走り、軍教頭の文と赤軍派分子もまた革命ごっこから連合赤軍にあった三島も全教頭も決して美化してはならない。はい、その通りだと思います。差別には反対しないが、差別主義者は擁護するレベル。呆れ顔でお水飲みしてたのはレアでした。ありがとうございます。ですね。どうなんだろう、他のバージョンあるのかな。なんかこれだけがね、めちゃくちゃ炎上していたので、私これしか見てないです。はい。ですね。タッキーのさん、コンカラスです。すいません。お名前ちょっと違ったらごめんなさい。こんばんは。民主主義はどこに？いや、本当にね。アリクイマズ好きなコンカラスです。柔道は右からの批判にしか屈しない。いや、そこなんだよな。左からの批判はなんで受け付けない？全力で突っ張れるのになんで右からの批判を受け入れちゃうのっていう。彼らの手にかかれば、西岸も座り込みも要請行動も強い非難すらも弾圧になるのではないかと。上尾さん、コンカラスです。反差別というより審査欲とかの前科が左派にはあるのではないでしょうか。まあ、それを警戒してるのはわかりますけれどもね。審査欲のような暴力的な行動に出てる人はいないと思いますよ。シス男性は差別発言ではありません。はい。中国での稚拙な認知性に対して過剰反応しすぎることに注意すべきと言っていた記事で中国のスパイ扱いしていた人がいっぱいいたからな。ですね、参院選後に小川は賛成に敬意を示していたような。ということでですね、皆さんコメントたくさんありがとうございました。はい。まあ、このような惨状でございまして、私がクラクラしていたのも少し分かっていただけたのかなと思うんですけど、まあ、参政党がですね、なんで私みたいな人間にとって、だからその喋っちゃダメでしょみたいなレベルのことを言われてるのかっていうと、まあ、陰謀説やデマの問題ももちろん大きいですが、参政党ね、総計案をね、読んだらね、一目瞭然なんですよね。これの内容だって皆さん読んでると思うけど、めちゃくちゃやばいんですよ。とんでもないことがたくさん書いてあって、しかも、とんでもない内容だから、取り下げたらどうですかとか、いろいろ、まあ、注意されたし、バカにもされているのに、決して取り下げないし、撤回もしてないんですよ。だからこれ、党の公式見解としか言いようがないでしょ。で、党の公式見解として、外国人と外国資本っていうところに、外国人の参政権はこれを認めない。帰化した者は3世代を経ない限り公務に就くことができない。帰化の条件は国柄の理解及び公共安全を基準に法律で定めるってこれ書いてあるんですよ。3世代を経ない限り公務に就くことができないまあだから今だから帰化してもちろんですね、国会議員になられたり公務員になられたりとかしている方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう方々はダメですと。ダメだし、その子々孫々に至るまで3世代を経ない限りはダメですというですね。まあ、国籍じゃなくてこれ血統要件ですよね。いわゆる血統で条件をつけましょうみたいなことを言っとるんですよ。まあこれが差別じゃなかったら全ての出来事差別じゃないよね。それは日本人ファーストも差別じゃないし、その他全ての主張も差別じゃないわってなるんですけれども、まあ、この一文が残ってるだけでもですね、参政党とやっぱりなんていうかね、まあ、少なくとも、広く、政治的なね、事柄に関して議論してはいけないっていうのは、まあ、この一文見りゃわかるだろうって思うんですけどね。はい。まあ、
見で稚拙だっていうのはもちろん問題あるんですけれども、稚拙っていうレベルの問題じゃないです。差別だから、はい。そもそも左派保守右翼を擁している立憲と右翼しかいない公明が合体したらそれは右に寄るだろうっていうね、いや、恐れてた通りになってますよね。日本国憲法を8日で作り上げられて、この創建案がなぜ2年かかるのでしょうか。転校者多いですよね。なんだこのネット右翼のツイートみたいな文章は、憲法とは何か分かってない人が書いてるなと思いますよね。はい。だから、そもそも、憲法が何か分かってない、立憲主義の憲法ではないのは当然なんですけれども、もうそれ以前のそれはね、自民党創建案もあんまり人のこと言えないから、でもそれ以前の問題として、さすがの自民党もこんなこと書かないじゃないですか。3世代を経ない限りとかさ。で、帰化したものは認めないみたいなさ。どう考えても差別だし、自民党だったら、例えばエリア・ルフィアさんとかも国会議員辞めなきゃいけなくなるんですよ。これを適用したら。だから自民党でさえね、明言を避けてるようなことを、平然と言ってるのが参政党なわけですよね。はい。だから少なくともこれを撤回しない限りはね、まともな政党として扱うことは不可能だと思います。はい。神谷さん、世界史講師とか、法学の勉強しててこういうの書いてるの恐ろしいんですよね。分かっててやってるでしょ、あなたっていう。これはファンの人が書いたと、本人は言ってますけど、参政党のもとに日本人の定義、日本を愛する心を持っていること。いや、それなら外国籍でもいいじゃんって思うんだけどね。はい。ただの政治文書が憲法を名乗ってる。なんで3世代経たら OK だと思うのか意味わからない。小野田さんもクビですね。はい。3世代教育職を大事にしたくせに、それに反するような言動しかしてないし。はい。で、これちょっと AI で作ってると思うんですけど、自民党の亜種がですね、参政党だと思ってたんでびっくりしましたよって、そういう認識じゃなかったんですか、ビリベラルの皆さんという。参政党神谷発のヘイトスピーチ集ですね。変な LGBT とかどうでもいい。子供を産めるのは若い女性しかいない。世界のジェンダー指数など知ったことか。外国人への偏見を煽る。仕事に就けなかった外国人が万引きだ、うんたらかんたら。出稼ぎに来ている外国人がうんたらかんたら。LGBTQ教育を異性への興味をそぐ。発達障害なんて存在しない。うつはあまりに近い。薬漬けにされている。障害者は優遇されている。健常者が損をしている。などなどですね。はい。くめど尽きないぐらいの差別発言をしてるわけなんですけど、要は誓約書に関してはこういうこと言わないでね、撤回してねっていうことを神谷に約束させるものだったわけですね。はい。それの何が問題あるんですかね。別にいいじゃん。それぐらいサインしたって。はい。友人にも日本人ファーストがなぜ差別になるのかピンとこない人が多く、そういう人は政党何がヘイトスピーチか分かってないんでしょうかね。参政党ももちろんね、自然保護であったりとか、リベラル受けする政策も当然掲げてるんですけれども、ポピュリズム政党なので、こういうね、極端なね、差別的なことも同時に言ってるってことですよね。はい。それでいて外国人の割合を 10% でいいとか言ってますからね、意味がわからんすよね。はい。通用当事者は私、この表を見ただけで苦しいです。すみません。これを言論と言える現中が立憲主義を語っていたというのは少子千万ですね。はい。ついでにこすっていくんですが、参政党の地方議員ら10人、国宝逃れ関与で、処分したそうです。処分じゃなくて議員を辞職させてください。あなた方、日本の保険制度に乗っかる外国人に対してどのような発言をしていましたか？はい。本来だったら神谷さんが辞職すべき案件だと思います。ということで、表現の自由は差別の自由ではありません。はい。ここから反論していきますが、差別発言をする恐れがあっても個別に反論すればいいというですね、ヘイトスピーチを繰り返す公人のイベント登壇などに批判の声が上がると必ずと言っていいほどそういう言説が飛び交うんですけれども、爆破予告といった当然暴力的な手段は誰であろうと用いてはいけません。当たり前ですね。爆破予告犯が結局ね、神谷さんに正当性を与えてしまったようなもんなので、最悪なことしてくれたなと私も思うんですけど、でもヘイトスピーチも言論の一部であるかのようなフラットな扱いをするのはおかしいです。表現の自由は差別の自由ではありません。差別はそもそも力の不平等や権力勾配の下で起き、属性や存在そのものを否定された人々に沈黙を強いるものです。名の知れた人物から称賛を受けたり、権威ある場に招かれたりすることでお墨付きが与えられれば、その勾配はなおさら強固なものになるでしょう。個別に反論すればいいというのは構造的暴力を踏まえていない発言ですということで、当たり前の話なんですけどね。なんで安田夏樹さんぐらいしかこういうこと言わないんでしょうね。
おかしいでしょ。リベラル派が全員これぐらいのことは言わなきゃいけないでしょ。はい。うん。障害者が有害してくるって言ったら、なってみろって話ですよね、本当に。参政党の自然保護はナチスの血と土と同じだと思うので一切信用できない。あ、それはそうですね。はい。ですね。いや、私もうっかり読んじゃいましたけど、副党に含み持たせてるのもね、汚いですよね。持たせんなよって思います。というか、辞任させろ。はい。赤旗を読んで真似したのかと思ってしまいますが、日本のルールを守ってないんじゃないですか、これは。表現の自由ということは、本当に差別主義者の盾になり下がっちゃってますね。誹謗中傷、ヘイトスピーチは暴力だという認識を広めるべきだと思います。そもそも南京事件否定論者が国会議員になれることがおかしい。そうなると高市さんも辞任しなきゃいけなくなるんですけど、辞任してほしいですね。愛国心と表現の自由が悪党の最後の拠り所になってしまってますね。だからね、基本的に議員って強者なんですよ。だから、なんであんなに自称リベラルの人たちが、あんなにこんなに必死なのかっていう、話なんですけど、もちろん反共主義とかね、私みたいな差別反対の人間が気に入らないとか、そういうことはあると思いますけど、アメリカのせいじゃないかと思うんですね。基本的に彼らの自由観ってアメリカ合衆国憲法的なんですよ。私、これは星明夫先生のね、コメント見て気づいたんですけど、アメリカ合衆国ではヘイトスピーチは違憲ではありません。憲法修正第1条を根拠に、そういう判決が出てます。アメリカのね、テレビ番組とかね、私もサタデーナイトライブとか悪趣味だなと思いつつ、たまに参考に見ますけど、ひどいんですよね。リベラル派の基本、反トランプ派とかが見てる人たちなんですけども、差別発言がない日がないっていうぐらい差別的なんですよ。だけど、ジョークとかであればいいみたいなエクスキューズで、彼らの間ではその差別的な発言っていうのもですね、文脈次第ではもちろん日本でもフィクションとかだったら許されるけど、文脈次第では全部許されるみたいな考えなんですね。ただし公民権法などを根拠とするヘイトスピーチ規制だけは限定的に認められてると。だから黒人差別みたいなね、露骨なのはもちろんしちゃいけないけれども、それもどっちかというと良心とかマナーに寄っかってる話なわけですね。ただ EU 圏ではヘイトスピーチは表現の自由の例外にあたり、全て規制されると。今ね、ドイツがこれを悪用して、パレスチナ人の人たちを弾圧したりとかしてるので、確かに恐ろしい面はあります。スターリニズムに走る面はあるんですけれども、副作用はあるんですけど、ただ、基本的にはやっぱり EU のやり方が王道ですよね。欧州人権規約ってどちらかというと国際人権規約に近いので、だからヘイトスピーチは暴力だから何でも規制しなきゃいけないっていう考え方なんですよ。だから規制するのに警察権力を用いていいかどうかっていうのは確かに議論があるべきだと思いますし、むやみやたらにね、ああやって機動隊とかを投入するのはね、ドイツの警察おかしいので、それはやめるべきだと私も思いますけど、だけど、アメリカ合衆国式で、ヘイトスピーチは何でもしてもいいんだ、とりあえず表現の自由なんだみたいな考え方はおかしいっていうか、日本国憲法に反してると思います。はい。そう。だから、日本なのに合理従えって話なんですけど、やっぱり骨の髄まで親米派なのかな、あの人たちはっていうね。基本親米の人たちですよね。権利の内容なんですよ、そう。で、権利の内容だし、そのアメリカ合衆国憲法だったら確かに違憲ではないけれども、日本国憲法上多分違憲なんですよ。日本はね、国際条約ももちろん批准してるので、法整備できてない言論であるから同じ土俵に乗せたらいつまでも骨抜き状態ですね。右派のアメリカに媚びへつらう姿勢を批判する左派ですら骨の髄までアメリカに染まってるの怖すぎますよね。いや、ほんと怖いと思います。はい。英米法と大陸法双方の見解が今露見してますね。そんな表現の自由を守りたいなら表現の自由を妨害している右翼にも文句を言えて。そう。他者の表現の自由を言論で抑圧する自由を認めてるっていうの、そうですね、アメリカ式の憲法古臭いですよね。やっぱ憲法システムとかその対抗裁判所のシステムとかもやたらと時代がかってるんですけど、そこをついたのがトランプだと思います。はい。今どんな惨状になってるかっていうと、民主主義としてどちらが、もちろんドイツとかね、ああいう国には問題がありますが、民主主義としてどちらがマシかっていうと、ヨーロッパですよね。はい。より強固でね、リベラルな民主主義だと思いますので、どちらがいいと考えるかという話かなと思います。
産経新聞は常任委員会に取材もしていません。で、ここ、皆さんで、だから、被差別マイノリティ当事者の人たちもそうなんですけれども、置いてけぼりにされてるのは、東大当局もそうだと思うんですよね。東大当局と常任委員会が結局中止を命じたわけですから、参政党をね、何が何でも擁護したいっていうんだったら、東大をまず批判しなきゃダメなはずなんですけど、誰も批判しないんですよ。なぜかというと、産経新聞が取材してないからです。右往の州もやはり一当事者であり、中止理由は責任者である常任委員会の発言を取るべきである。右往の州を持ち上げるあたりから自己都合の報道を優先しているように見え、フライングの報道をこれは自ら裏書きしているものではないでしょうかということで、産経新聞はいつもこうなんですけどね、自分に都合のいいニュースばっかり流すので、みんなね、産経新聞を元に議論してるからこうなってるというところはあると思います。はい。で、ここから反論ですが、なんかね、北州さんって私、だからこういうリベラルの人たちと仲いいから、いつも仲いいから、ちょっとすいません、見くびってしまっていたんですけど、申し訳ございません。今回すごい孤軍奮闘してくださってますね。右派ポピュリズム政治家が支持を伸ばすスキームそのまんまです。過激なヘイトスピーチをする、批判される、無視してさらに過激なヘイトスピーチをする、直接行動を含むカウンターが拡大する、私みたいな人間が増えるわけですよね。で、キャンセルカルチャーの被害者だーとアピールする、リベラルな知識人やメディアが言論の自由を守れと応援する、ひどいヘイトスピーチをしてカウンターが拡大すればするほど被害者面ができて、そうなれば言論の自由を守れ、キャンセルカルチャー反対とリベラルなメディアや知識人がすごく応援してくれるので、ヘイトスピーチをやればやるだけ良いということになってしまいます。学生抗議運動による制約者にこういう勢力などないのは当たり前で、せいぜい突破しようと思えば突破できるし、座り込みにする意思表示程度なんだから、署名するとすれば神谷代表の良心に基づいた自由意志になるし、それはみんな分かっているし、署名に応じるかどうかで言えばかなりハードルが高いけど、内容的に考えるなら署名するかしないかですればしてくれるのが望ましいに決まっている。しかし驚いたのは強制力がない誓約書を突きつけたこと自体に起こっていたり、とんでもないことだと考える人がネット右翼のみならず知識人にも見られるものであるという。だからこれがね、リベラルが傲慢だとかね、偉そうに言ってくる理由じゃないのかっていう。だから結局その左派とかその被差別当事者を見下してるから、そういう考え方になるんじゃないのかいっていうことですね。だからやっぱりこういうところすごい鋭いなと思うんですけど、だからドイツ思想を研究してるからなのかな。皆さんと一線を画してましたね。はい、素晴らしいと思います。孤軍奮闘してるので皆さんもリポストしてあげてください。X でね、こういう左派寄りで、論陣を張ってるリベラル知識人が北州さんぐらいしかいないんですよ。さすが恥ずかしげもなく憲法草案を出せる産経だ、格が違うぜってあれ本当恥ずかしかったよね。何中学生みたいな。いや中学生に失礼か。いや僕が考えた最強の憲法みたいなのをずらずらと載せたんですけど、参政党かなって思いましたね。はい。もともと国王みたいなところは確かにありますよね。北州さんはこういうことそうですね、きっちり批判されてましたね。いや、すいません。私が偏見を持っていたと思いますね。すいません。申し訳ない。逆にメディアがまともならヘイターを止められるけどな、実例もあるし。そう。だからメディアと、知識人の人たちがまともだったら、ヘイトスピーチはある程度防止できるはずなんですよ。北州先生の言う通りです。なんでそれをわからんのですかね、インテリの人たちが。あなた方インテリじゃないのっていう。だからリベラルマジョリティイズムが炸裂してますよね。そうですね。おばさんと敵対してるんだ。学生が作った誓約書を見ましたが、ちゃんとしてましたしね。産経は産経で試案出してたんだという。そう、産経はね、検索すれば出てきますけど、2013年ぐらいにそういうの作ってるんですよ。もう超気持ち悪いですよ。はい。そして、皆さんここで言っておきたいですね。先ほどからね、左翼は暴力的だ、左翼は暴力的だと、東博樹先生とかいろんな人が言ってたじゃないですか。さて、参政党の皆さんは、学生の皆さんに対してどのような態度を取ったでしょうか。はい、ちょっと1分ほど閲覧注意です。顔覚えたことって言われた？後でこの数値割りだろ。スキンヘッドどれだスキンヘッド言っちゃったんですか、そんなこと。こちらの小型委員会の人が聞いてるので、なんて言われたんだっけ。こっちの人でしょ、今俺の隣にいる。顔覚えたからなんだって。顔覚えてる。今から
この人が言っちゃったんだって、藤倉さん、ぶち殺すぞって。やめた方がいいですよ。謝った方がいいよ。やばいよ、それは。参政党の看板しょっといて。絶対やばいって。はい。まあ、ほぼ日刊カルト新聞の藤倉さんという人にも言ったらしいんですけど、神谷宗平さんに制約を求めた東大生に対して参政党のスタッフが顔を覚えたからな、ぶち殺すぞと言ったという。なんて暴力的な奴らなんだ。ぶち殺すぞはさすがにね、どんなに結構強めに言うカウンターの人たちも言わないでしょ。っていうか脅迫だろ。って思うんですけどね、警察案件ですよね。いやというこの上品さでなんか人のこと暴力的だとか言ってるんだ、すごいねっていう感じですね。はい。だからこういうヤクザとかフーリガンみたいなのを就職先として認めてるようなもんなんですよね。はい。嘘も100万回言えば真実になるという。さすが参政党さん、お上品。東洋大日本国憲法史よりひどいのは笑う何年前よって。自民党参政党は真実は私が作るがモットー。参政党に請願権という概念はないんでしょうか。こういうのは徹底的に無視する霊障系インフルエンサーの人たち。いやー、普段ね、藤倉さんってそういう人たちに人気あると思うんですけどね、なんか今回無視されてますよね。多分都合悪いことしたからでしょうね。だから自ら乗り込んで、勇気もあると思うんですけど、乗り込んでいって、こういう動画を撮影したわけですよね。いや、怖すぎですよね。反社会勢力でしょ。ぶち殺すぞって友人間の冗談でも言わないですよね。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。はい。今回の件は決闘を理由に3代にわたって特定のグループの公民権を剥奪する、まあさっきのね、憲法草案に書いてましたよね、バッチリと。3世代を経ない限りって書いてあったでしょ。アパルトヘイト制度を憲法案で掲げている政党のリーダーなどで思考実験するまでもなく差別主義者です。アパルトヘイトは人道に対する罪として位置づけられていますので、扇動も含めて国際法で規定されていますと。このカズカズさんって方、大体EU とかね、国際法に詳しい方なので、そちらの視点からよく批判をされてるんですが、今回ですね、割と場外からこういう批判を結構投げつけられております。全部正しいと思います。学生や留学生などからの構成員からの反対が憲法で禁止する検閲に当たるんですか？むしろ憲法が保障する言論の自由の行使であって、特定の講演の学生の反対運動を検閲とみなす自由主義の国はありませんよ。冷静になってから話した方がいいんじゃないですか？日本が批准している人種差別撤廃条約を見直ししたら、国または地方の公能当局または機関が人種差別を助長しまたは扇動することを認めないこととあるので、条約の精神を尊重すると国立大学では参政党の、講演を許してはいけないのではないか。それが問題だと思うなら日大などの私立大学に頑張っていただくしかないんじゃないですかね。伝統的な反ファシズム社会的包摂のための言葉をさっきのね、オランダのビルダーズなどが使っていたのは確かなんですけれども、まあそれが欧州の極右の特徴ですと。欧州はヘイトスピーチを厳格に禁止してるので、やっぱり先ほどみたいなね、左翼をもじったようなレトリックを使わないとなかなか自分の言いたい主張ができないんですよ。しかし、まあカズカズさんによると、まあビダースは反イスラム運動を行って逮捕されていると。で、その極右のレトリックをそのまま持ってきて日本の反ハンガー主義運動潰しのために使っているのが日本のインテリであるっていう。だからお前誰の味方なんだよっていう。だから極右の味方してるに等しいっていうことですよね。まあ普通に考えて欧州ではああいう主張の方々ってやっぱ極右だと思いますよ。はい。だってね、ヘイトスピーチ反対って言ったら、いやそんなの表現の自由でしょみたいなこと真顔で言ってくるんだからビダースと大して変わらないですよね。はい。タネコッカさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。参院選の時、参政党支持者が抗議者の首を絞めた事件もありましたね。はい。脅迫よりも反差別って目上に物申すなんて失礼っていうのはそうですね、儒教的ですもありますしね。誰よりもイデオロギーを嫌うけど、その実は本人のシニシズム、ニヒリズムゆえに誰よりもイデオロギーとナルシズムに絡め取られているダメな方のリベラル派の人たち。学生の抗議を検閲というのは意味不明です。学生に何の権力があるって言うんでしょうかっていう。まあだから霊障系だし、性差別的だしっていう、まあなんか、いろいろな日本の問題が詰まってる感じですよね。はい。で、これまあ当
当事者とか当事者に近い方当事者の方なんですけど、東大の留学生として東大の皆さんの講義と戦いにとても感謝しています。泣くほどです。もしあいつを5月祭で講演させるようなことがあれば、それは全ての在日外国人の尊厳を踏みにじることに等しいと思います。自分が研究先の質の先の先生や同窓たちとどう向き合えばいいのか想像さえもできません。参政党をはじめ日本社会の排外的言論がどれほど在日を苦しませてきたのか、日本の有権者は反省してくれ。我が大学では差別的発言を絶対許さないと。だからこの人一人でプロテストしてんですよ。この意味を分かってるのはですね、この福永玄也先生だけだと思います。福永先生ね、本当偉いっていうか、素晴らしいんですけど、はい。東大5月祭の参政党講演は中止になりました。イエーイ、変な LGBT 上等、マジョリティが定義する普通には私はならないということですね。はい。いやー、素晴らしいな。信頼できるのは福永先生だけですわ。この投稿で引用で付けられている膨大な量のヘイトスピーチや暴言を東京大学及びそこに所属する留学生及びマイノリティにもたらしたのがまさに5月祭における右往の衆による参政党講演企画だったということがよくわかります。見なくていいですけどヘイトスピーチがぶら下がってます。はい。国政政党の代表が記者会見やマスメディアを利用して自身の過去の差別発言を批判した学生らを一方的に攻撃している段階に至ってもなおヘイトは定義できないなどと言って学生を擁護することもしない大学教員の偉い皆さん大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないよね本当に。親や外国人が帰化した日本人だった場合にその子供や孫が公職に就くことを阻止する憲法を掲げる政党のリーダーをこんな熱心に擁護する学者たちに教わるって留学生や外国ルーツの学生さんにとっては恐怖だよなと思いながら見ています。それぞれの大学にそのようなルーツで公務員を目指す学生もいるでしょうにと。はい。だから大学の先生たちなんだからさ、自分たちがそういうこと言うことの意味って分かってんですかね、本当に。だから福永先生は分かってるから言わないわけですよ。当たり前ですよね。はい。いや、本当ね、抗議運動を嫌うし、霊障系だし、だから霊障系が政権取れるわけねえだろ、なめんなよっていう感じですよね。本当に。立憲民主党は少なくとも当初霊障系じゃなかったでしょって。参政党にスピーチさせたらっていうのはリベラルなら俺がリベラルちゃうかもしれん。いや、私もリベラルじゃないですね。私はもうリベラルやめてます。名乗るやめてますけど、社民主義左翼なので。はい。私もこのプラカードを持って名古屋レインボープライドに行きました。おー、素晴らしい。はい。いやー、なんかね、一部のなんでしょうね。私もだから、左翼批判はするし、左派批判をしてるアカウントさんはね、それなりに尊重してたつもりなんですけどね、なんか今回、リベラル、自称リベラルの人たちに乗っかってる人いて、相当がっかりしましたね。ダメじゃん、この人たちって。差別に反対しないのはダメですよね。抗議運動は暴力的とみなすのに、ヘイトスピーチは表現の自由になるのが意味がわからないで。差別主義者ですら自分が差別されるのは嫌だって言うんだから、その時点で差別が是か非かなんてのは決着がついていますと。教え子にマイノリティの人がいないと思ってるんでしょうか。熱狂的、急進的ウォークを糾弾できる冷静な自分に酔ってるだけのナルシスト。今に至ってはイスラエルがやってることを法的判断ができないって言ってる日本政府みたいですね。そうですね。変な LGBTQ 上等っていうのはね、クイア上等という意味だと思いますので、素晴らしいスローガンであると思います。はい。だから福永先生みたいに当事者でちゃんと東大で研究している方はちゃんと物事を分かってらっしゃるわけですよね。なんでしょうね、この違いは。何から生まれる差なんでしょうか。教えていただきたいな。はい。当事者の方の発言といえば、在日コリアンのヨンさんですが、日本で差別を抑止する立法の見込みが極めて低いと私が思っているのは、ヘイトスピーチとは何かを歪めて差別の構造的問題さえもこの新堀さんのように歪償化する放送が存在するからである。ヘイトスピーチは尊厳を毀損する人権侵害であり、憲法に照らしても表現の自由には値しません。これが当然の理解だと、国際法基準でいうとこれが当然の理解だと思うんですけど、やっぱり堀さんだから在特会のやつも名誉毀損でいいだろうみたいなこと言ってらっしゃるので、それは暴論に近いと思いますよね。はい。で、神谷宗平を論破すればいいという人がいるけど、自分に都合のいいデマを何の罪悪感もなく平気でペラペラ喋る人間を論破できるわけがないだろう。デマは表現の自由じゃないわ。学生の時、アザーラ将校が大学に講演に来ましたが、私も見に行ったが、周りには論破しようと訪れた理学部学生の姿が多数あり、オウムに取り込まれていったと。
まあこういうのもね、逸話として伝わってるだけじゃなくてね、結構有名な話だと思ってたんですけど、今のやっぱり東大生の人たち知らないんですかね。で、まあ補足なんですけど、まあ詐欺師は嘘がうまいと。この方ちょっと福音派って言っちゃってるのね、あれなんですけれども、普段から、いわゆるマガ派の人たちを批判している人です。マガの牧師の人たちを長年観察していますけど、彼らは間違いを指摘しても絶対に謝りません。あまりにも謝らないので、こんなに自信があるならこの人の言うことにも一理あるのかもと受け止める人が必ず出てきます。一番の対策とは彼らに関わらないことですと。はい。その通りだと思います。詐欺師の人って自分が間違っても謝んないですからね。絶対謝らないんですよ。絶対謝らないし、自分が悪いことしてても否認するし、しらばっくれるし、まあ私もそういう人と話したことあるんでわかるんですけど、なんか嘘つくのすごい上手なんですよ。だから嘘つきで勝てると思ったらいけないし、自分だけ謝罪させられる羽目になるから、はい。付き合っちゃいけないと思います。差別する自由はないし、差別は自由を破壊するんですから、リベラルこそ差別に反対するべき立場なんですけどね、リバタリアンですよね、差別に反対しないったらね。右翼でしょって思うんですけどね。こりゃ支持率高いわ。当たり前です。基本的人権が分かってないんだな。まあ、この手の自称リベラルの人たちはマイノリティの人の立場がやっぱ見えてないんでしょうね。論破ってひろゆきじゃないんだから、神谷はデマを論破されても論点ずらして開き直るし、まあ、あんなのが総理大臣になってしまう土台は昔からあったのかという。まあ日本社会はね、だから非人権文化では確かにある。もともとね、西洋の文化とは確かに違うので、中国はね、勝手に自分独自の人権概念みたいなのを考えて、まあ中国共産党に都合の良い人権概念を適用してるじゃないですか。でも本当にね、今自民党とかに会見されると中国風になっちゃう可能性もあるから、それは本当絶対避けなきゃいけないことだと思いますね。だから公共の福祉にかなわないんだから差別は禁止しなきゃいけないんですよ。だからそれが基本中の基本だし、その中で差別的な発言をまあどういうふうに判断するかっていうのは文脈もあるし、慎重に判断せねばならない。まあっていうのは確かにそうなんですけれども、まあ、神谷さんの場合はですね、考えるまでもないですよね。前歴がありすぎるからね。そう、詐欺師はね、悪いこと何もしてないっていうし、私は差別なんかしてませんって、そりゃ言うでしょ。嘘つきなんだから。はい。だから、オウムはね、物理学生に空中浮遊を信じさせたり、まあ、高市さんも謝らないし、安倍晋三さんも絶対謝らなかったですよね。チャーリー・カークがケンブリッジの大学生に論破されてましたが、詐欺師度合いでは神谷の方が圧倒的なので、あんなにうまくはいきません。そうですね、チャーリー・カークさんね、論破された時普通に悔しそうにしてますからね。まあ、詐欺師としてはね、神谷より下ですよね。どっちもあれだけど。そういう人が総理大臣だった場合どうするんでしょうか。まあ、高市さんはね、嘘下手ですよね。私、確かに彼女嘘つきだとは思うけど、嘘下手で分かりやすいので、どちらかというと、まあ、あれを許している周囲の問題かなと思います。自分もノート書いたので、よかったら、すいません、ノート更新できなくてあれなんですけど、昔ノート書いてるので参照してください。さっき出ていた人々はネット番組や地上波テレビに出てる人ばっかりでしたね。最悪でしたね、本当に。グラグラしました。あさりさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。チャーリー・カークはまだ人狼で推理力披露するタイプには近い。確かに。差別してねっつってんだろう。はい。私、ショート動画で出しましたけど、それですからね。差別してるでしょって言ったら、差別してねっつってんだろって言うんですよ。いや。だから、してないって言って、してないことになるんだったら苦労はしないですよ。はい。まあそういうね、なんか超能力を題材にした今、コズミックホイールシスターフットっていうゲームをやってますんで、よかったら実況を見てください。娘は小学校入学の時に外見で判断され、外国人クラスに入れると言われた、ちょっと当事者の方の、ちょっと辛い話なんですが、日本語しか話せないと伝えても普通学級には入れられないの一点張りでした。結局、通ってた保育園の園長先生が小学校まで来て直談判してくれました。でも入学後に担任から外人と呼ばれたので、教育委員会で戦って転校させましたと。だから日本って未だにこういうレベルなわけですよね。だからその中で大学教員とかインテリの人たちがああいう言説をするっていうことが何を意味するのかっていうのを理解していただきたいなって私は思います。はい。しかもね、この方は多分イギリスのミックスルーツですこんなこと言われてるので例えば有色人種であったりとかね、中国系の人たちがどんなに苦しんでるかっていうのはね、想像に難くないですよね。
80年代、90年代には在日コリアンに対するチマチョゴリ、切り裂きなどがありましたが、70年代もひどかったです。千葉県の松戸から10条の朝鮮学校に通っていた姉が帰宅するなり体をブルブルと震わせながら泣いていて、その手を見るとカミソリで傷つけられたような傷がいくつもありました。ヘイトクライムという概念が社会で共有されなかった時代は泣き寝入りするしかありませんでした。ちなみに自分の高校時代は国士舘との抗争が沈静化しており、代わりに板橋が縄張りの、皆殺しというかいうやつらや、やばいやつらや暴走族との抗争がメインとなってました。抗争とは言っても待ち伏せされてボコボコにされるのはほぼ朝鮮学校側で、後輩が集団暴行を受けて入院していましたと。まあこういう凄まじい話がいっぱいあるわけですけど、だから当事者の人たちが見てる世界ってマジョリティ側には見えないんですよね。こういう話を聞かないと。私は自分の属性をやめることはできないし、ヘイトスピーチがある限り一生悪意から尊厳を守る戦いに巻き込まれることになる。望んでリングに上がったわけではなく、殺されそうになっているから自分の身を守っているだけです。議論や闘争自体をしたい人とはこれが違います。東大が参政党を呼べってのをやめたやつ批判している知識人はこれが分かってないと思います。社会学者たちがヘイトスピーチを小さい物語同士の衝突と歪償化して見過ごしたときは、差別者によるツルハシ大虐殺を起こしますなどと、まあこれもね、在特会絡みなんですけど、こういった差別発言もありました。ここまで人の命を小馬鹿にされていても、など梅津弘などの当時の社会学者はどっちもどっちだと言っていましたというですね。まあ、東博樹なんかは当時からそういうこと言ってて、今もやめてないから最低だと思いますね。はい。だから日本のそういう無責任なそういう学者の人たちはね、こういう人たちのことを何にも考えてないなっていうのを今も思うんですよね。はい。極右は差別という言葉で意味自体を改変してしまうっていうね。まあそれもやっぱり神谷さんのなんか野手としてのテクニックなわけですよね。だからそれにやっぱり乗っちゃいけないですよね。はい。遊びしながら吠えてたのを覚えてる。ド直球差別だし、こんな差別発言をする教師が未だにいるのかと。まあこれちょっと昔の話らしいですけれども、はい。でもね、一昔前はこんな感じだったみたいですよね。これ高い一度支持率高いわけだわ。チャーリー・カークはまだしもイスラエルの諸教にドン引きして距離を置きたがる両親がかすかにあった。確かにそういう意味では神谷さんの方がやばいかもしれないな。いや、日本社会って思った以上にほんとポンコツですよね。聞いたとしても極めて極限的で自分に関係ないというふうに思われると。今ちょごり切り裂き事件も当時から自作自演とか言っていたやつらがいたみたいですね。だから本当被差別当事者のことなんてどうでもいいんだろうなって思っちゃいますよね。だからそれが信じられないって言ってるんだけど、はい。ですね、マイノリティの人たちのことも少しは考えてください。ただでさえ海外でいたら住むメリットも魅力もない国になっているのに、現在住んでいる外国人の在留資格などもどんどん厳しくしてどんどん国を閉じる方向に向かっているのが本当に怖いです。鎖国して戦争ごっこに夢中の政府が描く未来が明るいわけがありません。日本国籍を持っていったって暮らしにくくなっているのに、海外の人たちだけで自分たちは関係ないって思っている人が多いかもだけど、国籍問わずこの国に暮らす人々の豊かな暮らしを守らない政府が自国民にだけ優しくするわけがないと。まあ当たり前の話ですけどね。だから外国人の人たちを差別するようなね、政治家や政府っていうのは当然我々のことも差別してくるので、まあそういう意味でもね、参政党みたいな連中にね、極めて厳しく当たるっていうのは当然のことだと思います。はい。まずまあ僕は外国人差別も同性愛差別も反対しているって反対してないでしょ、あなた。だから態度で表してないでしょっていう感じですよね、彼は。口先なんですよね。はい。こたつねこさんはトランス差別とかもしてましたからね、もうどうしようもないですね、あの人は。はい。こういう存在を憎いと思わないとなかなか見抜けないものではある。時にしてそれは偶然がきっかけだったりすると。で、まあ、ちょっと最後にこんな状況の中でですね、レイシストの皆さんがどれだけ調子に乗ってるかというところで、ちょっと閲覧注意なんですが、帰化取り消し制度は必要です。北村春夫。私は帰化取り消し制度をぜひとも購入していただきたいと強く思っています。まあこれになんかもう見るもおぞましいリプが大量についてるんですけれども、もうこの人たちの言論ってもうここまでいっちゃってるんですよね。まあこの人保守党だけど、参政党もまあ似たようなもんじゃないですか。だから日本社会の排外主義がここまで極まってんのに、こんな能天気なことを言ってる場合じゃないですよね。
で、この前の、カレー屋さんのね、3000万円でいきなり入管に不当に、ビザを更新させられなかったっていう方の話ですけど、日本語しか知らない子供を追い出すのかという批判がありますが、しかし母国の言葉を教えず、子供の選択肢を奪ってきたのは、親ではないでしょうか。親の経営能力の欠如と家庭の教育方針のミスです。長尾隆っていう元衆院議員の人が言ってるんですけど、信じがたいコメントですね。子供がどういう言語を話すかっていうのって親の責任なんだ。というか、日本の人たちがみんな英語喋れないのは自民党の人の責任じゃないですか。そったらこと言ったら。排外主義者たちは外国人は日本国籍を取得しても日本語が話せなければ日本人と認めない。ならば日本語ぐらいしか知らない日本社会に溶け込んでいる子供はもう日本人と認識すべきではないのか。それを今度は外国人として教育しなかった親の責任だという。これはただの人種差別ですね。はい。外国人の集中地域はこれぐらいのことをしていいと思います。なお、ここに左翼キャラを押し込めてましょうということですね。仲いいな、二人ともということで、河合祐介とヘズマリュウなんですが、進撃の巨人をね、一度も見たことがないんじゃないかっていう風な感じのコメントなんですけれども、すごいな。私はこういうところがもしできたらですけれどね、自分で、住むから住みたくない人を一人、だから外に出してやれってくれって言いますけど、だから先ほどのね、アメリカのトランスジェンダークリニックの、話でも言いましたけど、憎悪が極まっていくとね、全員をね、こうやって閉じ込めたりとか、アパルトヘイトしようみたいなことに発想に必ず行き着くから、だから絶対に許しちゃいけないんですよね。その前段階で非難してやめさせないと、結局エスカレートするのはですね、避けられないかと思います。取り消すなら帰化じゃないやんっていうですね。なんでこの人テレビに出てたんでしょうね、北村さん。やばすぎますよね、この人。いやー、政治家になって極端化した面もあるんだと思いますけれどもですね、あまりにもひどいので議員を早く辞めてほしいと思います。その帰化取り消しっていう行為自体が意味わからんし、そもそも帰化って呼ぶのもね、差別的なんであんまりあれなんですけど、国籍取得した人になんか国籍取得をやめろみたいなのは意味がわからんすよね。憲法を知らずに弁護士をやっていたのか。選挙でベイトスピーチし放題の上に当選までしてしまうのが現状ですからね。はい。だから当事者の問題に矮小化してはいけないですよね。日本の社会システムの問題ですからね。自分さえ良ければいいという思想の極致。こんなの保守扱いさせると絶滅危惧種の保守を絶滅させてしまってからっていう。もう絶滅寸前ですよね。頭痛いし気持ちが悪いです。日本人は巨人か。帰化を取り消すなら日本の国籍を取り消すぐらいわけないですよね。そうですね。だから私みたいなね、左翼みたいなのはね、いきなり無国籍にされてポイって追い出されるんじゃないですかね。それが日本人は島の外の抑圧者なのか、マーレっていう言いたい、日本人のことマーレ軍って言いたいのかな。進撃の巨人見てない人わかんないからと思いますが、ごめんなさい。塀の外の巨人が可愛いってことか。外国人に対して普段は帰化しろとか言うくせに帰化したら取り消せっていうのはもうめちゃくちゃですよね。だからこういうゲットを肯定するような考え方っていうのはアパルトヘイトなんで、どのような形態でも絶対に否定されなきゃいけないと思いますよね。このまま見てたら暴力的反差別になりそうですわ。北村春夫は離婚後共同親権の時にもめちゃくちゃなこと言ってましたもんね。はい。本当になんで弁護士になったんでしょうね。何が守りたかったんでしょうね。確かにヤクザとかを弁護するために弁護士になる人もいるし、別にそれを一概に全部ダメだとは言えないですけど、はい。で、最後にね、こういう社会になってしまったけども、実際に外国籍の人たちを助けてる人たちがどういう状況にあるかっていうことをちょっと紹介したいんですが、もう限界です。増える外国人妊産婦らの SOS、非兵士を恐る支援の現場ということで、ですね。だから皆さんよく右翼の人たちが煽るじゃないですか。そんなにね、外国籍の人がかわいそうだっていうならお前らが面倒見てやれみたいなことを、自己責任主義的に言うわけですけれども、実際にやってる人たちが今どんな目に遭ってるかっていうことですよね。
アフリカ出身の女性や出産や子育てを支援している NPO 法人マザーズツリージャパンさんなんですけれども、もうとにかく今逼迫していると、LINE でひっきりなしに相談があり、緊急の電話は昼夜を問わずなり、入浴やトイレに行く際にも携帯電話を手放せない。難民申請中の人や在留資格のない人も多く、国籍も様々であり、妊婦のからの相談も増えたということで、コロナ禍以降ですね、日本にその難民としてですね、逃れてくる人が激増しておりまして、だからそういう方ってね、出産するのにサポートも受けられなかったりするわけですよね。だからこの人たちって昼夜も問わず、しかも給料もなくですね、支援してるんですよ。いや、とてもじゃないけど真似できないって思ってしまうんですけど、まあみんなバーンアウト症候群になってると、燃え尽き症候群になってると。で、保護費を申請しても降りないし、まあ入管は難民として認定してくんないし、まあどうにもならないというですね、話を、されております。まあちょっと有料なんであれですけど、興味ある人は全文読んでみてください。まあ、外国でなんで日本にわざわざね来てしまうのか、こんなねひどい国なのにというところにもあるんですけど、誤った情報を信じて来日する人がいると。 SNS 上で日本に行けば外国人は無料で出産できるとか、日本で産めば在留資格が簡単に得ることができるとか、まあ日本ではねビザが取りやすいみたいなことを誤情報を言ってるやつらがいるらしいんですよ。なんかそういうデマを言ってる人たちって身に覚えがないですかね。だからさ、結局そういうね、デマゴーグを撒き散らすことで何が起きてるかっていうのを考えて少しいただきたいんですよね。あなた方が思ってるのと逆のことが起きてるんですよ。右翼の人たちが、だから日本はね、ビザが侵入しやすいとか、スパイ天国だとかなんとかね、ほざくわけじゃないですか。そんなこと全然ないんだけれども、非常に難民に対して厳しい国なんですけど、でもそうじゃないよってね、簡単にね、保険とか受けられるよっていうようなことを言うもんだから、それを信じて真に受けてきちゃう人がいるわけですよ。まあこれ情報災害ですよね、もはや。だからですね、そういった人たちは、まあ自分たちがね、思ってるような外国の人たちを全員排除するどころか、むしろ招き入れてるんだっていうところを言っておきたいなと思います。日本がね、アジアのイスラエルみたいにまあなっちゃうでしょうね、このまま行ったら。はい。そうですね、つくろい東京ハンドの大沢優馬さんの投稿です。はい、ありがとうございます。この NPO 法人はね、マザーツリージャパンさんと別の法人ですけどね、排外主義もまた二級市民としての労働力予備軍を作り出した資本主義のそうですね、悪兵の一つですからね。はい。今の日本の状況を見ていると近いうちにゲットを作りそうだと思ってしまう。ほぼ難民が認められない国なのに。招き入れたんだからちゃんと責任持って支援しないといけないですね。はい。だから本当は入管が責任持ってこういうことやるべきなんですよ。だからできないから、できねえっつってるから私は解体しろって、それだったら仕事辞めろって言ってるんですけど、はい。名村は差別発言もあれだけど、当時首相の石破茂を公然と外国のスパイ呼ばわりしたり、まあ見た目を差別したりとかね、ひでえことやってましたよね。謝罪も反省を拒んでますからね。だからああいう人は絶対やっぱり謝罪しないんですよ。特徴ですからね。はい。まあだから、まあ不誠実な人間っていうのはそこでわかると思います。うん。だからね、ヘズマリュウさんもね、迷惑系 YouTuber だった時はね、高津のごとく嫌われてて、だからどちらかというと、ネットで排斥される立場だったのに、ほんといじめる側に回ったらこうですからね。人間の醜さを感じてしまいますよね。申し訳ないけど。はい。はい、最後に、そして、まあ、在日コリアンの方からちょっと、まあ、今回のですね、自称リベラルの人たちの見てコメント一言。はい。しかし、ヘイトについて子供みたいなことを書く日本の学者が賛計されて微笑ましい。君は幸せだね。と声をかけてあげたい。はい、ソテギョさんですね。まあ、もう言うことないですね。いや、別に子供でも別に分かってる人は分かってるから、まあ、胃の中の蛙って胃の中の蛙だし、まあ、カエルと違って身の程を知らないからカエルより悪いよなっていう、まあちょっとそういう感想を抱きました。ほんと幸せな人たちだなと思います。はい。まあ、こんな人たちにね、任せてなんかリベラルが崩壊するのもね、尺なので、私はですね、幸せじゃない、まあ、左翼として少しでもなんかこういうことを訴えていきたいなと、差別反対を訴えていきたいなと思います。
はい、ということで参政党とリベラルの話でした。なんかいつものすいません、倍疲れてしまいました。申し訳ございませんでした。ちょっと感情的になりすぎたかもしれないです。すいませんでした。はい。ということでですね。いやー、ほんと嫌になりますよね。こういう社会に住んでることが。ね、上っ面のほんと人でなしばっかりですからね。ほんとならず者の公衛兵というか。いやー、ほんとね。まあ、ソテギョさんは大人ですから、まあね、チームももちろん実力もある方なので、呆れてまあこういう風なね、君は幸せだねって言ってるわけですけれども、もちろん皮肉ですよ。言ってらっしゃるわけですけど、もちろんね、もっとね、露骨な差別を受けてる在日コリアンの人たちは、ね、こんな、ね、悠長なこと言わないですよね。君様らふざけんなよって当然思ってると思います。はい。いやー、ヘイト側が市民権を得るのはね、やっぱり自称リベラル派の責任が大きいというのはですね、もはや隠しようがないですね。これは、本当に。悲しくなってくるけどね。いや、ネット右翼じゃないです。だから右翼を自称してる人たち、少なくとも右翼とか保守を自称している人たちじゃない人たちがこういうことを言ってるってとこがやっぱりちょっとねって思いますよね。もうソテイヨさんがもうこのどういう顔でこれを言ってるのかと考えるともう恥ずかしいですよね、本当に。はい。昨日国会前での入管法改悪ペンライトデモでもおちょこっと配信で見ました。ありがとうございます。入管法改悪反対。すでにヘイトクライムも起きてる現状ですけどね。通則道徳の奴隷ども。社会的行動をする人がその時々の政治的な潮流に迎合して経歴洗浄する現象自体は割とよくあるが、今日はそれが差別と迎合しているということですね。はい。赤丸助さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。人権を理解しているようで何も理解していなかった日本のリベラル。いや、ほんと恥ずかしいですね。恥ずかしいとしか言いようがない。反省してください。はい、皆さん。はい、ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。よかったらチャンネル登録、高評価と引き続きよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れだと思うんですけれども、お水ありがとうございます。ですね、ただ実際のところ、こういう、正直コップの中の嵐っていうか、ただでさえ少数派のね、自称リベラルの人たちが揉めているみたいな、現象よりももっと大きいことがね、皆さんの周りでは起きていますので、はい。ナフサ機器、石油機器、高市機器の話をしたいと思います。ちょっと動画流します。メーカーや商社28社に調査したところ、ゴミ袋の先月の出荷量は去年に比べて 1.1 倍から2倍にまで増えていることが分かりました。調達は例年通りにできている一方で、そのシチューの需要がですね、例年の 1.2 倍から3倍程度に増えているとの情報があり、一時的にですね、通常より多く購入されていることにより品薄が生じているものというふうに考えられます。つまり政府の分析でも供給への不安に由来する買い占めが要因だということです。資源エネルギー庁は急激なそのニーズの拡大に加え、対して生産が追いつかないというところは、これはナフサが足りていても起きうることかとは思います。基本的にはそこのバランスを取っていくことが大事かということかと思ってございます。今朝ゴミ出しした人は、毎日使うものというか使ってるものなのでないとやっぱりありますよ。やっぱみんなに行き当たるようになってほしいなと思いますけど。なんか昔のチリシのような話だね。昔のティッシュ、トイレットペーパーね、オイルショップだけああいうことにならなきゃいいかなと思ってね、おります。はい、政府は必要以上の購入は控えるよう冷静な消費行動を呼びかけています。
品薄感が消費者の焦りを生み、で買い占めによって本当の品薄になっていくと、そういう悪循環というのは過去にもありましたけれども、石油に由来するものといえば今あったように確かに第一次オイルショックの時のトイレットペーパーの騒動を思い起こします。ナフサなどの物資が本当に足りているということであれば、政府は冷静にと呼びかけるだけではなくて、消費者心理をうまく落ち着かせるような政策上の一工夫二工夫を、そろそろ繰り出してほしいところだと思いますが、いかがでしょうか。はい。内本さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ようやくマスコミの人たちが全国でね、ゴミ袋とかが品薄だということを言い出したんですけど、報道ステーションでこんなこと言ってんのっていう、ちょっとびっくりしたのでお見せしました。晒し物にして申し訳ないんだけど、いや、だってこんな状態じゃないでしょ。何が品薄感ですか。だから勝手に我々が買い占めてるから、未だにね、政府は認めずにこういうことをね、口走っているわけですけれども、そういう次元の話じゃないっていうことはもう、とっくに明らかになってますよね。一面ニューストップは首相が支持表明とかそんな見出しばかり、電気ガス補助金をね、さらにばらまきをするみたいなことを言っているんですけど、確かにさ、みんな私も家計苦しいけど、こんなことしてる場合じゃないですよね。NHK の夜7時のニュースは連日事件と事故の社会面ネタの警察と捜査途中リーグ情報だけてんこ盛りだった。メディアが政府を全くチェックしなくなり、高市内閣がだらだら続き、日本経済の取り返しがつかなくなった時にある日突然人々が気づくということになりかねないという、長野光一先生の危機感は皆さん思っていることじゃないかと思います。はい。なんか報道ステーションでこれだからもうどうにもならないなという感じですよね。いや、ほんと何のんきなこと言ってんでしょうかね。いや、大越さんちょっと本気で言ってますみたいな、ツッコミを思わず入れながら見てたんですけど、だから、なんかほんと他人事ですよね。だから買い占めは本質的問題じゃないし、オイルショックと同じだっていう風に捉えたら、本質を見誤りますよね。あの時は確かにパニック買いが横行しましたけれども、今回はそうじゃないですよね。はい。それは足りなくなるでしょう。遅い。弱まりとしか報道しかできないんでしょうか。うちの自治体の広報にも指定ゴミ袋以外使っていいよというふうには書いてましたということですね。でもこんなことになってたら本当にみんなゆでガエルになっちゃいますよね。さっき代わりの話してなんかカエルに失礼で申し訳ないけどどんどんね、知らないところで井戸が茹で上がっていくんですよ。はい。そうなったら遅いんだけどな。水がなきゃカエルは生きていられないですからね。で、忖度しない報道機関といえば、はい、ロイターですね。もう結局改心になっちゃうんだけど、マクロスコープ補正編成に動く高市氏、赤字国債不可避で政府内に漂う懸念ということで、高市政権の補正予算案がマジでやばいんじゃないですかということで、ロイターがさすがにツッコミを入れてます。財源には赤字国債が含まれる。政府としてはリスク最小化の観点から万全の備えを取るべく補正予算の編成を含め資金源の手当を検討するよう週休前には事務方に通して、先週には財務大臣に指示をしたと、いうことでね、確かに補正予算を組まなければならない状況であることは確かなんですよ。確かだそうなんだけれども、今補正予算を組むって言ってしまったら、それは爆発的なインフレを招きかねないですよね。で、なんでこんなにギリギリになってから言ったのっていうことになると、ロイターの分析では、足りないことに高市さんがさっき気づいたと。マジでっていう話なんですけど、専門家の人たちの割と一致した見解みたいなんですね。だから、なぜ高市氏には補正予算に舵を切ったのか、複数の政府関係者がガソリン補助に月2000から3000億円、電気ガス代の補助が始まれば月5000億円ほどが追加で必要なので、とても借りないということに高市氏が気づいたということなんで。今気づいたのかよっていう。もう笑うに笑えないんですけれども、でも真面目な政府関係者の話として通しているので、そうなんだろうなと思います。でもこんなことをし続けると運用ショックのようなことがね、起きかねないっていうことで、その懸念はですね、すでに現実化しつつあるという、ことなんですけれども、はい。リリパネさんゴカラスです。気づいちゃったかって。おたのぶかさんゴカラスです。来ていただいてありがとうございます。
いや、ガソリン補助金も底突きかけてるしね。大本営発表ですよね。日本政府から80年前から現実を見られないのかとなんだかんだで思ってますっていう。いや、結局ね、だから、なんだ、最終的にロイターとかに言われて気づくっていうのがね、なんか情けなくなりますよね。はい。なんでこんなポンコツが首相なのか。円安インフレブースト全然か。いや、なんでよ、最初からみんなそう突っ込みしてたじゃんっていう。こんなの選んだマジョリティの国民も国民だよっていう。いや、でももうトラッシュショックで済まない可能性ありますよね。最初からまあ、この人はトラッシュショックを起こすぞ、起こすぞ、起こすぞって言われていたわけですけれども、ねえ、コラム半歩近づいた通貨危機、水準防衛介入の限界が早くも露呈ということで、まあ、財務省片山さつき氏は愚かにもですね、介入によって、なんか、ドル高じゃねえ、円高に少しでもしようとですね、お金を買ったりとか、いろいろして操作をしているらしいんですけれども、まあ、それ、まあ、あくまで見込みなんで、ロイターもまあ、推測として書いてはいるんですけれども、まあ、160円をね、防波堤にして、とりあえずそのぐらいで膠着させることをですね、目指しているようなんですよ。でも、あまりにも露骨に介入してくるので、もう投資家の人たちが、あ、これチャンスやんっていうばかりにですね、なんか、まあ、次元的にこう、売ったり買ったりする、まあ、技術あるじゃないですか。私はね、やらない、投資やらないので、よく分かってないですけれども、だからそういうので、もう、どんどん円がですね、食い物にされていってて、もはや、円を買ってもあんまりもう円の値段が上がらなくなっちゃってるんですよ。だからこれどうすんのっていう。だから通貨危機の2歩ぐらい手前になるのではないかと考えていたが、今回の介入で半歩ぐらい近づいちゃった気がするっていう風にロイターがよりによってもう書いていて、まあ 1.5 歩で通貨危機になりますよということですね。だから円が暴落して、まあ、株安にもなるし、まあ、債券もいきなり高くなったりするし、まあ、トリプル地獄がそろそろ訪れるんではないでしょうかという。怖っていう。あ、そう、空売りはショートですね。ありがとうございます。手元の米国債が尽きた時が潮時です。いつまでもつくって言われてますね。はい。だから、まあ、高市さんの本心も見えないし、片山さんが何したいのかもよくわかんないんですよね。そう。で、これ、ニューズウィーク日本版のですね、で、専門家の方がちょっと勇気ある発言をしてるので、ちょっと取り上げたいんですが、まあ、イラン危機でこのままいくと、日本のですね、まあ、財政がもう本当終わってしまうのではないかと言われております。という感じだと思います。でちなみにね、すいません、アベノミクスはまだですね、続いてるんですよね。で、日銀はこの前の金融政策決定会合でも利上げをしなかったんですよ。これは物価が上がっていいっていうサインを市場に示しているのでね、これは今起きてる状況と政府が説明していることとですね、もう全部ちぐはぐなんですよね。だからもう本来であればとにかく需要を抑制して、で景気は絶対に悪くなりますから、景気悪くなった時にはそれで生活が困窮する人、企業の経営が危なくなるところには重点的に補助金なんかの支援をするという形にこれは切り替えるべきだと思いますね。高市首相はその日銀に対して利上げをすごく渋っているというような話も伝わってますが、高市首相の意図としては利上げを抑えることで物価を抑えてという経済を安定させるという狙いなんだと思うんですが、逆に触れる可能性もあるということですね。そうですね。このまま放置するとやっぱりね、物価上昇が激しくなってですね、景気が良くなる以前に物価が跳ね上がるリスクの方がもう圧倒的に大きくなってますから、今は絶対に利上げすべきタイミングだと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。ということでですね、まあ日本銀行が早く利上げをしないとマジでこれは取り返しのつかない事態になるぞと警告してくださっているんですけど、まあ高市さんがおそらく利上げをすごく嫌がっているので、まずいのではないでしょうかという話をしておられます。まあ興味ある人は全部見てください。面白いので。はい。雪あたりさん、コンカラスです。いわばまさにシンさんの蒔いた種が芽吹いているのであります。いや、そうなんだよな。いや、全部アベノミクスの副作用ですからね、元を正せばね。だから財政政策で全て逆を行く高市政権がね、まあ最悪のシナリオをやってるんですよ。いや、でもごっこ遊びで日本を滅ぼしてほしくないですよね、マジで。本当に。
昨日 X を見てたら渋谷路上放火事件の犯人が不起訴になった件で犯人を外国人だと決めつけている。だってあれですよね。すごい陰謀論系のウェブサイト持ってた人ですよね。当時すごく騒がれてたのに、もう忘れちゃったのかな。すごいなぁ。何でもかんでもだから外国籍の人のせいとかにしてね、日本が滅びますよ。本当にこのままほっといたら。で、まあ、さすがに TBS も報道せざるを得なくなっているのか、財政悪化懸念でトリプル安、イラン情勢や補正予算案の編成予算めぐりと、私もなんか具合悪くなってたのでですね、今日ニュースを見たんですが、今日も株安、円安、債券安のトリプル安が進んでいました。長期金利は 2.8% と、およそ29年半ぶりの高い水準をつけたほか、株価は一時、1000円以上値下がりしましたと。まあ、頼りのね、株価は上がってるぞ、そりゃ円安なんだから株価上がるだろうっていう、まあね、何がすごいんだという感じの、株価伝説もですね、そろそろ終焉を迎えつつあるのではないかという、まあ、日本がマジで景気が悪いということが諸外国に伝わり始めているので、まあ、そうなるとですね、すべての、価格が安くなり、まあ、日本の円の価値自体がですね、どんどん毀損されているので、まあ、このまんまいくとやばいですよね。でもあまりにも急激に金利をボカーンと上げるとまあ詳しいシステムとか説明しないですけど、一気に景気が冷えて借金してる人とかがめちゃくちゃ困ったりとか、する可能性があるし、日銀のね実際税金から払ってる国債への利払いっていうのもね、とんでもない天文学的な金額になったりする可能性がありますので、だから慎重に利上げしていかないとやばいんですけど全然そういうなんか地道なファイナンスをする気配がないというのが恐ろしいところですね。はい。高市政権はドル円キャリートレードの構造を理解してない上にアベノミクスを聖域化していて、ことごとくここでこれをやっちゃいけないという、まあ投資家の人はみんなそう言ってますよねだからね、ベッセントさんにいいように操られてるっていうか、まあベッセントも分かった上でやってると思うんですけど、高市政権の立ちの悪いおままごとで庶民の生活がやばいっていう。でもいくらなんでもね、円が急激に崩壊したらアメリカだってさすがに困るはずなんだから、そこはなんとかしろよって感じですよね。はい。トヨタが下がりソフバンが上がっていますが、 IT バブル、まあなんだろうね、 AI とかに投資してるのかな、よくわかりませんが、まあそういう虚業に投資するのは良くないと思います。はい。ということでですね、ちょっと衝撃的な結果が出たんですけど、これはあくまでネット調査なんで、おそらく相当偏ってると思います。他の世論調査だと相変わらず 60% ぐらいの支持率なんですけど、選挙 .com と JX 通信がネットで世論調査したところ、高市さんの支持率が 39% になりましたってまあ選挙 .com ってね、割とまあ維新とか自民党とかを持ち上げてたりとか、まあ割と評判の良くないところなんですけれども、なんかネットだけでアンケート取ったらこんな結果になっちゃいましたどうしようみたいなのをね、すごすごとお出ししておられました。ちなみに電話で取ったらまあ 60% ぐらいだったそうです。はい。だからやっぱりそのネットしないような、まあいわゆる一般ピーポーというかノンポリの人たちは、なんとなく高市さんを雰囲気で支持してるけど、ネットを見てる人たちはですね、もういよいよ高市さんを支持するのをやめ始めているのではないかというのは、一応ですね、まあ参考程度の結果ではあると思います。あまりに極端な結果なので、まあ参考程度の結果ではあると思うんですけど、言えるんじゃないかと思います。39でも高すぎるんですけどね。まあでも、まあ熱心なね、右翼系の人たちを全員の力を合わせたら、まあ 10% ぐらいは彼らいるでしょうし、その影響下にある人たちも含めれば、まあこれぐらいの結果にはなるのかなっていう気はしますけど、まあさすがにね、全く支持しないがどんどん増えているっていうのは、6% ぐらい不支持率高くなってるんですよね。いや。徐々に利上げして徐々に賃上げ、従者やローンに対しては猶予を持たせるしかない。いや本当にね、その通りです。で、給付付き税額控除プラス、あとはだから塗装屋さんとかに対する補助金ですよね。彼らは助けなきゃダメだと思います。いやー、これを1000万回言っていけば流れ作れるからまあどんどんリポストしてですね、高市はもう支持できないという、話にしていきたいですね。
しかし手元の危機はどんどん迫っています。食料容器が大手一斉値上げするそうです。中東情勢で原料高騰6月出荷分からということで、これ結構皆さんに衝撃を与えてるんですけど、食品容器の FP コ CP 化成、中央化学、リスパックってほぼ全部だと思うんですが、6月1日出荷分から全製品の価格を引き上げると発表しました。値上げ幅が 20%、25%、30%。もう値上げという域ではないのではっていう、もう価格の、だから、一段、上げるっていうような、改定ですよね。100円のパックだったら130円になるんですよ。だから、お弁当とかも本当買えなくなるんじゃないかなっていう、ちょっと空前絶後のやばさが迫ってきていますよね。あとですね、頑張って政府の圧力に耐えた TOTO とリクシルなんですけど、ついにリクシルが値を上げました。住宅設備や建材の価格を引き上げると18日発表。6月1日出荷分から順次実施し、各商品で 8% から 15% 程度値上げしますと。トイレとかね、お風呂とか作ってる会社ですけど、リクシルと TOTO がね、やばいので、まあ、家が建たないという話が出てたわけですけど、まあ、とりあえず 15% 値上げしてなんとか手打ちしようやという、お話をされてるそうですけど、家とか作ってる人とかもう、生きた心地しないですよね。建材は手に入らないし、どんどん値は上がるし、どうしたらいいのかと、いう話ですよね。雰囲気って好感持ってる要素あんのか。陳さんすらハメネイ師とパイプ作ってたし、習近平を国賓としてやばれこうとしてたのに、高市さんのやばさってほんと空前絶後ですね。いや、史上最悪だと思いますね。ほんと首相としては。外交できない人ってね、あそこまで外交できない人あんまりいないですからね。いや、この状況でも高市が悪いとならないのか。そう。で、しかも住宅ローンもね、利上げしたら高くなりますからね。はい。そしてまあ一番ただね、倒産とかの危機に瀕しているのは塗装関係者とか建築関係者の皆さんだと思います。従業員週休4日を決断した塗装会社の根深い苦悩、塗料を希釈するシンナーが半分も買えない、先行きの見えない体力勝負が始まってしまったと、いうことでですね。だから正直ね、私の周りにもいるんであれなんですけど、一人親方の人とか多いんですよ、この業界って。私自身は建設業じゃないんですけど、だからね、本当やっぱり不安だと思うし、なんとかしてあげたいというか、まあ国の力でやっぱりなんとかするしかないと思うんですけど、なんか不安を煽らないために安定供給の見通しを明らかにするみたいなことを言ってるんですけど、現場では悲鳴が上がってるんですよ。愛さんが営む会社の従業員は20人、大手自動車メーカーの孫受けとして自転車の車体となる部品を塗装して出品しているが、パーツ数にすると3000個を処理する能力があるという。しかしですね、中東情勢に端を発する自動車メーカーとの減産の煽りを受けて毎月1000個を超えるはずだった大型受注が50個まで縮小しましたと。1000個から50個ですよ。で、このような規模の、しかも直前での変更は空前絶後ですと。なんとか仕事を探したり、親に在庫を持ってもらったりしながら、企業努力で経営を続けていますが、このままいくとね、ナフサ由来の塗料がそもそもないので、それこそね、万博のでひどい目に遭った人たちのような目に遭ってしまうのではないかと思います。だからね、万博の責任はですね、さっさと払ってください。お願いします。370億円黒字出たんだから10億円ぐらい払えよっていう話ですね。はい。だし、だから今までも放漫財政みたいなこと散々やってきてるんだから、こういう人々にね、とりあえず、補助金を出して、倒産しないように助けるっていうのは、可及的速やかにやらなきゃいけないことだと思うんですけど、全然そういう動きがないのが、ちょっと信じられないなって思います。で、シンナーと硬化剤って危険物なんで、消防法で保管できる量に制限があります。だから、一部買い占めしてるとかね、わけわからん陰謀説みたいなこと言ってる人がいますけど、そもそも物理的に買い占めできません。はい。違法行為になるんで。はい。アマトマサコカラスです。以前不審な電話がかかってきたので AI に対応させて後で確認したら支持率調査でした。リテラシー高い人は電話取らないと思います。なるほど。ありがとうございます。そうなんですよね。電話取る人って大体暇してる方とか余裕ある人とかね、って言われてるので、だから高市さんを支持してる人でも取らなかったり逆だったりするわけですよね。
そう、ユニットバスとかでナフサは買い占めできませんので、ナフサとかシンナーは買い占めできません。物理的に不可能です。もちろんある程度は持てるけどね。無責任で甘ったるい言葉を繰り返して現実に苦しむ人々たちを欺き続けるというですね。いや、ほんとね、高橋陽一さんは YouTuber やめてほしいと思います。そしてまあ塗装といえばですね、天下の日本ペイントさんが、ずっと噂されてたんですけど全品値上げすることを決めたそうです。溶剤系塗料 35%、水性塗料 30%、しかも基準中分も対象ということですでに受注した現場でも6月1日以降に出荷される材料は新しい価格に適用される。いや、これ、日本ペイントさんも必死だから、しょうがないんでしょうけど、これ、やばいの分かりますよね。商売っていうか、私も営業とかやってた時期あるので、今やってないけど、分かるんですけど、実際、お客様に、例えば100万円でございますよって言って提供した案件の部材が 30% ポンって値上がりしたら、で、しかも期日分なわけですよね。どうやって説明すればいいんですか、そんなの。これは本当だから建築屋さん死んじゃいますよね。で、シンナーに関しては3月にすでに 75% というとんでもない値上げが実施されてるんですけど、さらに50% 値上げする予定であると。そうなれば、元の価格の 2.6 倍であると、いうことですね。はい。だからもうどうにもならないですよね、これは。政府が補助金を出すべきところはここじゃないかと私は思うんですけど、違うんでしょうか。050から始まる番号で世論調査来てたな。偶然出たから答えたけど、あれは出ないよなと。自民党を許すな。国民全体が現実から目をそらしてはいけない。こうでもしないとね、ペイントさんも必死なんだと思いますよ。だって、ないからね、ナフサが。どうにもならないじゃないですか。自分の会社が倒産するかもしれない危機ですから、それは仕方がないことだとは思うんですけれども、そもそもね、政府が悪いという話です。はい。そして、これと関連してですね、ちょっとみんなざわっとしてるのが、上水道の、敷設工事を手掛けていた建王さんという会社が破産したそうです。はい。5月13日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。ただこれはですね、中東情勢から直接影響を受けていたかどうかはちょっと微妙なラインで、26年の1月には計略不履行により2年間の指名停止を受け、3月16日に営業を停止していたということで、とどめ刺された可能性は高いんですけども、そもそも資材や原材料の高騰などで収益性が悪化していたと、いうことでですね、だから東京都の水道とか作ってる会社がなくなったわけですよね。しかも3つ関連会社が倒産しているので、だからインフラを維持できなくなるのではないかという、先ほどもね、イラン危機で学者の方が、ですね、このまま危機が続けば日本はね、まともな生活を維持できなくなるっていうね、今の水準は無理だっていう風な、本当に危機感を持って発しられてたんですけども、こういうところもね、一つだと思います。で、西日本新聞も追放していまして、ナフサ調達難が水道管更新に影響、福岡飯塚市では工事の入札中止ということで、すでに福岡ではね、入札は中止になっているところが出ていると。中東情勢の混乱に伴う原因を由来とするナフサの調達難が九州自治体に影響を与えつつある。特にナフサを利用した水道管の価格が高騰し、一部では品薄状態になっている。福岡県飯塚市では更新工事の入札を中止したほか、別の自治体からも今後の供給不足を念頭に先行きを懸念する声が相次ぐ。劣化による漏水で道路冠水などを引き起こす老朽管の更新は全国的にも待ったなしの状況であり、影響の長期化が懸念されている。ただでさえ道路の穴埋められないとか、道路が壊れてるのに工事ができないとか言われてるわけじゃないですか。どうすんのこれってマジで物理的に国が滅んでいるんですけどよくさ、悪夢の民主党政権とかこすってる人には言いたいんですけど、311の復興って例外的に早かったですよね。だから民主党政権のね、実力だけではないともちろん思うし、現場の方々のやっぱ努力が素晴らしかったんだとは思いますけれども、日夜ね、ああやって急ピッチで復興したわけじゃないですか。
でももうなんかああいう地震を復興できない能登半島震災ではね、地震からやっぱり復興するのに異常に時間がかかっていたわけですけども、あれどころか、まあ、平時でさえですね、メンテナンスができないみたいな話が出てきてるんですよね。いやね、だから本当国家がこうやって滅んでいくのかなっていうのをなんか早回しで見せられてる感がして本当に恐ろしいですよね。地獄の自民党政権皮膚科に行ったら中東情勢に伴い軟膏容器が不足しているため、次回受診時に軟膏の空き容器を持ってきてくださいとのこと。受診時に空き容器を提出し、受診後に受け取りという流れになるらしい。化学品業界にいるからいずれこうなることが分かっていたけど、いよいよかと。これね、マジで出されてるらしいので、なんかね、これちょっと写真が違うけど、私も持ってるんですけど、ですね、キャップをキュッて閉められるタイプのですね、軟膏容器などをお持ちの方、注意してください。これ本当に貴重品らしいです。私もよくね、クリームとかこういうのに入れてもらって使うんですけれど、なんか蓋とかですね、報道特集さんでも組まれてたんですけど、蓋とかってきちんと合うものじゃなきゃ、素材じゃなきゃいけないらしくて、まあそういうのって全部ナフサ由来だし、それぞれ別のね、原材料、微妙に違う原材料で作ってたりするんですよ。で、それもね、手の、なんていうか、職人的な、やっぱり技術、もちろん機械ですけど、で作ってるらしいので、マジでなくなってると思います。はい。絶対なくさないようにしてください。江戸時代みたいな自給自足の国になれるかな。いやまあ当時のね人口オーナスが3000万人だったからちょっとやばいんじゃないかって、大量に人が死ぬのではないかみたいな話も出てますよね。ただもちろんね江戸時代はなんていうか都市自体がねこんな整備されてなかったので、日本の全部抱えられる人口の限界が3000万ということではないと思いますけど、いや1億2000はねちょっと多すぎるからね。高市政権になってから10年が半年になったような凋落スピードいやほんとスピード感あるんだよな、そこだけは。独りよがりの地味の先見。ブルーの蓋のやつとかね、ピンクの蓋のやつとかいろいろあるらしいです。私もアトピーだからこれ心配ですということで、皆さんほんと容器なくさないでください。はい、よろしくというか、いや、私これぐらいしか言えなくて、ほんと申し訳ないんですけど、お願いします。本当に貴重品らしいです。物価高、物不足の無為無策、石油の浅草の危機は高市内閣の人災だと。毎日新聞どうした？ついに目覚めたかと思ったんですけど、サンデー毎日の5月24日号のですね、タイトルをそのまま掲載したそうです。なんだよっていう感じですけど、まあ、すべてジャーナリストの鈴木哲夫さんにですね、罪をなすりつけているので、卑怯なんですけど、でも毎日新聞勇気あると思います。これがニュースヘッドラインでね、出るっていうことを見越して、まあ、これ、内容もね、ちゃんと、成功をついてるので、ですね、読んでいただきたいんですが、ですね、新聞ではずっとこういうこと言わなかったじゃないですか。でもようやくこれをですね、新聞のヘッドラインで出すようになったと。だからプラスチックなどの製品原料となる落差については、落差由来の化学製品の供給はこれまで半年以上と使えてきたが、まあ年を超えて継続する見込みになったなどと言ったけれども、かなりの乖離があるようなことが分かったと。まあ実際だからいろんなところでですね、この鈴木さんが、ちゃんと調査してみたんですけれども実際やっぱり東南アジアの方に頼っているわけですから、東南アジアの方もねやっぱりきついわけですよ。だからそんな簡単な話ではないというような話とか、群馬県の、渋川伊香保温泉の、人たちの、工夫ですとか、ビニールやカップがないからですね、工夫して紙に包んで、お土産物を渡してるとか、医療現場でもですね、ナフサ不足が深刻なので、先ほどのね軟膏のような工夫をしていたりとか、そういった話が出てきます。はい。なので医療資材はメーカー側の値上げや品不足が続いている。特に影響を受けているのはクリニックなど住人にとってかかりつけ医的な病院である。医療資材は各病院が購入し、患者には転嫁できないから3月以来全部負担している。ナフサを原料とした注射器や点滴バッグ、使い捨て医療機器などもそうだ。今医療機関では必要量の4割程度しか確保できていないという医療関連組合へのデータが出ているということで、4割しかないんだって。
まあ、透析とかのもちろん重要なものはですね、一番最優先で確保してくださってるようなんですけど、まあ、重要の4割っていうのはもう、足りないっていうレベルじゃないですよね。半分以下のしかないんですよ。はい。ですね。いや、加速主義じゃないけど、本当に崩壊に向けて加速してる感覚がありますよね。アトピー関係はシャレにならない方多いと思います。この容器全然入ってこないですが、衛生上の問題で再利用はしてないです。ああ、そうなんですね。だから、この、まあ、委員の方はね、もうやむにやまれる状況なんだと思いますが、確かに本当は再利用しない方がいいんでしょうね。国破れて名ふさなしということで、はい。まあ本当でちょっと不安を煽るつもりではないんですけど、本当に危機的状況なので、まあ皆さんもね、自分の身を守る行動ですとか、お備えをしつつですね、なんとか高市政権を引きずり下ろすしかないという状況でございます。はい。そして、まあ、で、高市さんがですね、このような時に何をやっているかというと、はい、中傷動画の投稿を、否定しておりました。またかよってですね。高市首相の陣営が2月の衆院選や2025年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐり、ノーボーダーにですね、ついに松井健さんが出てきて証言しました。はい。男性は総選挙投票の、約1週間前から動画の作成や拡散をしたことを認め、高市さんの秘書とやり取りして実施したと。はい。だから、まあ、一応ノーボーダーの内容を見たんですけれども、まあ、松井さんは必ずしも、なんていうか、秘書の具体的な指示を受けたということは否定していて、高市さんのプラスになるだろうと思い、私が自主的にやったことでございますみたいなですね、嘘つけやっていう形のことを、まあ、証言していたんですけれども、そうだとしてもですね、だって、なんでしょう、実際中傷しろっていう、まあ、具体的な指示ではないじゃないですか。具体的な指示でなくても中傷したまえとかね、お前やっちまえみたいなことを木下さんが一言でも言ったんだったら違法行為になるので、はい。まあ、早苗東君のこともね、何も解決してないし、松井さんはね、国会にやっぱり招致して、ノーボーダーじゃなくて、国会で喋らせるべきじゃないかなと思います。はい。軟膏容器がないので混合しないとかチューブ容器で渡すなどしてますが、いつまで持つかどうかわからないです。なるほど。いや、医療従事者の方の本当努力すごいですよね。ありがとうございます。どうしてこんなのに勝たせたのかね。流行ってる皮膚科も同じようになるかもしれないので、容器捨てないようにします。ありがとうございます。いや、とんでもないです。こうしてみると、石油が発見される前は軟膏とかどうしたんだろうと、まあ、木とかでね、やってたから、まあ、ばい菌が入ったりとかよくあったと思うんですよね。でも、プラスチック容器にこうやって密閉できるようになったことで長持ちするようになったっていう効果があったと思います。ちなみに、漢方の塗り薬は蜜蝋とごま油です。なるほど。ありがとうございます。チユンコか。ありがとうございます。なのでですね、だから高市さんはこんなことしてる場合じゃないんだから、そっそと白状して、辞任するか、決着をつけてくださいよっていう感じなんですけど、まあね、ほんと暇なことしかしないというか、会見をですね、相変わらずなんかやろうとしているそうなんですけども、いい加減諦めてほしいのですが、憲法改正をめぐり、衆院法制局などがまとめた緊急事態条項のイメージ案の説明聴取を自民党が立憲民主党の小西さんに対して認めなかったと。これを受け自民党の磯崎国対委員長は立民の国対委員長に電話し、法制局の意向だと関与を否定したと。いうようなことを言ってるんですけど、中道改革連合ではなく立憲民主党がですね、今、一番まともなリベラル政党になってしまいましたので、立憲民主党のですね、審議を経てない、憲法案みたいなものを通すっていうのは、まあ論外の話だと思います。はい。っていうか、さっさと諦めろよ。それどころじゃねえだろ、もはや。国難だぞ。憲法改正みたいなことをやってる、まあ、ごっこ遊びみたいなことをやってですね、なんか、首相ごっこをするのはもういい加減やめていただきたいですね。ほんと迷惑だと思います。
もうそれどころじゃないということを小西さんは分かってらっしゃると思うのですが、まあ立場上ね、当然こんなね、野望なやり方を認めるわけにはいかないというわけで、抵抗してほしいなと思います。あ、南高はガラス容器だったんだ。ありがとうございます。すいません、知らなくて。適当言ってしまった。すいませんでした。そしてまあごっこ遊びといえばこの人ということでですね、門博子議員なんですが、なお昨日のデモ、いや草上のような集会では私の外見を含めた誹謗中傷や罵詈雑言のプラカードが上がったのですが、岸本聡子、杉並区長もおられ大変盛り上がっていたようです。ギリギリギリ岸本許すまじみたいな。まあ、容姿を誹謗中傷する、こういうね、いや、誹謗中傷ってレベルでもない気がするけどな、なんか AI とかに書かせたのかな。これは良くないと思います。門さんもね、特に女性ですし、やっぱり高市さんのね、要望とかを誹謗するのは良くないと思いますので、それはよろしくないと思いますが、相乗って何って、ごっこ遊びの次は相乗かって、ウィクショナリー日本語版によれば騒ぎを起こして社会の秩序を乱すことです。つまり、国民の意思表示を相乗だと、門さんは言ってらっしゃるっていうわけですねって、いい加減にしたらどうなんですかって。だからあなたみたいな人が杉並区の議員でみんな不幸になっとるんですよ。だって人の意見聞かないじゃないですか。人の意見聞かないし、なんでデモで訴えてるのか、なんでこんなに高市政権を批判されてるのかっていうことも門さん理解できないわけですよね。だから相乗としか思ってないわけですよね。はい。ちなみになんですけど、なんか門さんがなんか言ってるよっていうことを私知らせていただいたので検索したらこのコメント出てこなかったんですよ。あれおかしいなと思って検索してみたらブロックされていました。はい。直接リプライしてないんだけどな。はい。ということで、まあ、こんな人しかいないのが今の自民党なわけですね。はい。今のガラス容器も蓋はプラ製なんですね。あ、なるほど。岸本さんのいじめ岸本さんがいじめてんじゃなくて、逆じゃないですか。なんか、田中さんとか、右翼の人たちが岸本さんいじめてんじゃないですか。って聞いてましたけど。はい。理屈したジャブズ民が希少になる時代来るのか。次は非国民か。おめでとう。こういう人ってなんでサーチ能力だけは高いんだろう。いや、すごいですよね。先行ブロックされてましたからね。私みたいな小物をブロックしてる暇があったら、ちゃんと、デモの主張に向き合っていただきたいと思います。いや、めちゃくちゃ失礼ですよね。本当に。人の意見も聞かないでブロックするやつですからね。小野田公ですよね。はい。ですね。まあ、他にも恥ずかしい自民党や自民党関連の行為といえば、石川で陸自が小銃携行し、市街地で行進訓練をしたそうです。まあ、これも本当ありえないですね。で、指にトリガーかけてんですよ。トリガーをかけてんですよ、指で。何やってんのっていう、まあ、ちょっとギョッとするんですけど、陸上自衛隊金沢駐屯地の隊員らが15日、小銃を構えて金沢市内を行進する訓練をしたと。まあ、昨年6月にもやってたらしいんですが、昨年6月も小銃を持ってたのかな。市民が不安や恐怖を感じかねないとして、石川県内の8団体が連名で訓練の中止を要望したと。まあ、当然だと思います。小銃に弾薬は入っていないが、まあ、3班に分かれて駐屯地を出発し、まあ、10キロほど、まあ、訓練として歩いたということでですね。まあ、なんか毎年小銃携行してたとかしてないとか言ってるんだけど、いや、トリガーに指かけてんのはやばいですよね。お前撃つぞっていう、これ意思表示と違いますか。まあね、特にこういうのにみんなセンシティブになってる時期だからっていうのはあると思いますけれども、やめていただきたいなと思います。ですね。現状は僕の一次創作のキャラが出した設定の CD 対相乗か。ごめんなさい。設定の CG タイトルだ。岸本区長にいじめられてると思ってる門博子。あ、門博子さんがいじめられてるって主張してるってことか。学校でいじめられたことを区長に報告したら返されたって報道でした。ああ、そうなんですか。いや、それは事実だとしたら問題ですね。それはそうだけど、どうなんだろうな。でも、岸本さんってすごい誹謗中傷に遭ってるので、なんか、ちょっとね、確認しないと本当かどうかわかんないところはあると思います。ありがとうございます。後でちゃんと確認してみますね。私もブロックされてました。2、3回ぐらいしか門さんのことつぶやいてない。っていうことはパブサしてるってことですか？
アウソレットさんこんばんカラスです。今時の自衛隊ってアイスの物事してんですかっていうですね。いや、本当にね、だってあれだけだから自衛隊過小ロケとかでも結局グダグダになーなーにされ、あまりに他のことがひどいのでなーなーにされてしまいましたけれども、許されてないのに、誰も許してないのに、こんなことしちゃうんやっていう。いやーね、まあ沖縄の市街地でね、米兵がパトロールしてるのもひどいんですけど、これはこれで別の問題がありますよね。はい。男塾を見ながらって捨て頃で更新してほしい。仏教だともによると全く問題ないらしいですが、素人目で見るとこうは見えないですね。いや、背中で背負ってんならまだ100歩譲って分からなくもないんですけどね、実際にまあ武器の重さを経験してほしいということで、理解できなくもないんですけど、いや、でも別に鉄の塊持てばいいだろうって思うし、実銃持つ意味あるっていう、まあ感じですよね。はい。で最後にまあ世界に向けた恥ずかしい日本のちょっとこのニュースも取り上げておきたいのでちょっと最後無理くり取り上げるんですが、奴隷貿易は人道に関する罪、国連総会歴史的決議日本棄権っていうことで、まあ、これもね世界に結構日本が棄権したことが衝撃を与えてるんですけど、アフリカ人奴隷貿易を人道に対する最も重大な罪と認定する決議が賛成多数で採択されました。賠償や謝罪に向け国連加盟国に対話を求める内容でアフリカ側は歴史的だと評価しましたが、日本は議論が尽くされてないと言って棄権しました。はい。まあ、真相を言えば単にアメリカに合わせただけです。アメリカも同じような理由で棄権しました。なぜかというと、まあアメリカはですね、当事者なので、莫大な賠償金をアフリカ側に払わなきゃなんない可能性がまあ出てくるわけですね。なので、フランスとか、まあ、イギリスとか、ああいった国々はみんなビビって棄権しました。はい。それは確かに、まあ彼らね、実際やってた国だから、ね、ビビるとは思います。ビビるとは思いますよ。だけど、日本やってないんだから賛成してもいいじゃん、別に。なんでここで賛成して存在感を示しておかないんですかね。多分 G7 の国で堂々と賛成できるのって日本だけですよね。はい。まあでも、高市政権は、まあそんなですね、状況であっても、結局アメリカで合わせてしまうという。いやーでも本当にな、イランの話もそうでしたけど、こんなことやってたら日本が滅びるんじゃないかと思います。ただでさえね、グローバルサウスの人たちから、まあ中国も含めてですね、今、まあ反感を買ってて、少しでも資源とかね、輸入したいという時期であるのに、アフリカ諸国まで敵に回したらですね、もう立つ瀬がないのではないかなと心配になります。はい。ということで、高市政権で日本は滅びるかでした。もうだんだんなんか滅びの足音が近づいてる気がしてならないんですけれども、恐ろしいです。はい。自民党大会での過少問題なんてもう誰も覚えてないだろうっていうね。いや、でも本当はね、覚えて追及しなきゃいけない話だし、だから中国大使館の侵入事件だって解決してないじゃないですか、何も。でももう次から次へと自衛隊も自民党も問題を起こすからもうついていけないんですよね。いや、本当どいつもこいつも植民地主義反省しないですよね。何百年議論を尽くせばわかるのか。アフリカの国家も奴隷貿易の加害者というポストを見たらそこまで攻める。いや、それは攻めすぎですよ、いくらなんでも。それは不当だと思います。ただ、ロシアと中国が、まあ、うまいことこれを利用してなんかしようとしてるのは、まあ、事実なんで、それは事実なんですよ。それは事実なんだけど、だからといってこれは賛成するしかないだろっていう。日本の立場からして賛成するしかないだろって思うんですけど。いや、日本の強みを生かせないんですよね。でここで奴隷貿易を認めたら次も自分たちも従軍やアフリカ強制労働を認めないといけないと思ってるのか。まあ中国には言われる可能性はありますよ。なので言われる可能性はあるけど、それは仕方ないでしょ。似たようなことやってんだから。敵地を想定して更新しているのかなと。だからとしたら恐ろしいし、住民の方に銃を向ける訓練をしてたとしたら、まあとんでもない話ですよね。まあ言語道断だと思います。そう、中国大使館侵入事件だってね、ついこの前の事件なのにね、はい。なんか下を虐げれば虐げるほど強さの証明になるみたいな考え方やめてほしいですよね。本当に一生トランプのために生きるの嫌なんですけど、はい。ということでですね、日本は、まあ、このまま滅びてしまうのかという、ちょっと瀬戸際に帰ってきているという話でした。
まあなかなかね、なんかみんな自己防衛に走ったりとか、ちょっと社会がね、異様な雰囲気になりつつあるのですが、まあとにかくね、やっぱり最後まで諦めずに政府に訴えていくことはしていきたいなと思っております。はい。ということでですね、最後ちょっとお水飲んでから、ちょっと短く抵抗運動の話をして最後終わりたいと思います。はい、お水ありがとうございます。いやー、スペインのね、とアイスランドの危険には結構がっかりさせられますよね。まあ多分他のヨーロッパに合わせたんでしょうけどね。いやー、そこは気を使わないでくださいよって思いますね。ついに自民党政権が終わりましたねというニュースは聞きたい。私も言いたい。はい。ただですね、まあ他にも注意しなきゃなんないことあるので、まあプロテスト運動の前にちょっとちらっと気候変動の話もしながら行きたいと思います。今年の夏がちょっとまずいという話です。150年ぶりのスーパーエルニーニョが到来する見込みが出てきました。前回のスーパーエルニーニョでは世界各地で干ばつや熱波等により5000万人ぐらいが死亡したと考えられ、十分な対策が必要となるのだが、今は同時に史上最大のオイルショックや肥料危機と重なりリスクが、とんでもなく高まっていると、いうことで、冗談じゃないよっていう話なんですけど、ただKS さんはかなり煽ってるんですけど、エルニーニョがスーパーエルニーニョになる可能性は今のところ 60% ぐらいだそうです。まあもう十分すぎるぐらい高いんですが、まあ、一部地域では干ばつや熱波が発生し、山火事や水不足などの懸念が高まる一方で、豪雨による洪水が見舞われる地域も出てくるし、まあ日本の場合ね、おそらくとんでもねえ暑さの夏になる可能性があるので、まあ、今しかも、物資不足でエアコンも作れないって言ってるじゃないですか。だから本当にね命に関わる危険があるので、まあ、何が何でもですね皆さんクーラーとか空冷とかに関してはですね遠慮しないでください。はい。5月なのにもう暑いです。いや本州の方はなんか5月なのにもう暑いっておっしゃってますよね。石油ないのにエアコンどうしましょう。色が怖い。なんだこのラッキーつらり8はっていう。いや、ひどいですよね。本当になんか、なんだろうね。ガザ虐殺を放置した神からの罰なんですかね、これはっていう。いや、まあ、確かに、なんかトランプとかネタニヤフの所業を見てるとね、天罰に値する行為がなんか山のように数万はあるなっていう感じなんですけど、巻き込まれたくないですよね。こっちはそこまでのことしてねえよって言いたくなるんですけど、でしかもこういうことがあると弱い人たちから犠牲に当然なりますからね。はい。だからね、こういう時こそまあ人類が多少なり団結して何とかしなきゃいけないタイミングだと思うのですが、はい。まあ全然そうなってはないわけですね。はい。ポケモンやったら打率6割のスキルは打つわっていう。そう、エアコン使ってくださいね、皆さん。そこは本当遠慮しないでください。もちろんね、二酸化炭素とかの問題はあるんですけど、はい。日本だと酷暑と線状降水帯が心配です。毎年水害が起きてますからね。はい。ということでですね。まあ、ただそういう中でも戦っている方々はたくさんいらっしゃいますので、ちょっと順次紹介していきますが、日本の方ですね、結婚中でも性別変更を認めてください。非婚要件を合憲とした最高裁判例の変更をトランスジェンダー女性が要請しているということで、まあ、この方ツイッターとかでよくいらっしゃるのでですね、知ってる方は知ってらっしゃると思うんですけど、結婚した状態で性別変更はできないとする現行法の規定をめぐり、戸籍上男性で女性として生活するトランスジェンダーのミキさんが、代理人弁護士らが18日合理性を認めた過去の最高裁判例を変更し、速やかに性別変更を実現するよう最高裁に要請書を出したと。いうことでですね、トランスジェンダーの方にまつわるその法的な差別にあまり詳しくない方は知らないかもしれないんですけど、異様な規定がありまして、非婚要件っていうのがあるんですよ。
何かっていうと、結婚してるトランスジェンダーの方は性別変更手続きができないんですよ。なぜかというと、女性同士とか男性同士の結婚になってしまうので、同性婚を認めていない日本国としては、矛盾が生じるというですね、わけのわからん理由で、なんだ、既婚要件が合憲ということに今まで無理くりされてきているんですけれども、明らかに違憲ですよね。はい。そもそもまあ、最初にね、言いましたけれども、結婚平等を認めてないことが違憲なので、はい。結婚平等を認めてないことが違憲なんですよ。結婚平等を認めてないことが違憲なんだから、性別変更を認めてないのは違憲に決まってるだろうということで、ですね、今告訴されてますので、頑張っていただきたいと思います。はい。ということですね。マジで太陽光パネル買わないといけない段階になってきたと思います。いや、ほんとね、中国に頭土下座して輸入すればいいのにね、少しはマシになりますよね。はい。こちら裁判を応援しましょう。法的差別がひどすぎるんだよな。何の根拠があってその法律を作ってたのか。福岡やばいです。32度とかまで上がってまして、すでに命が危険ですね。そんなに暑いんだ。いや、遠慮なくクーラーをつけるなり、あれして自己防衛してください。今年の6月にもさっさと同性婚を受け入れろなんて叫びたくなかったですね。いや、本当にね、はい。皆さん署名の方もぜひご協力よろしくお願いします。はい。ですね、あと、パレスチナ連帯運動ですが、先日ナクバ78年がありましたが、パレスチナ支持を表明するため、ロンドンでですね、ある人たちが、デモ行進を行っております。あれちょっと今動かなくなっちゃったけど、ちょっと待ってくださいね。あれ画面がフリーズしたぞ。ちょっと待てや。出て、失礼しました。画面のフリーズが治りました。はい。ちょっと皆さん、属性に注目してください。ちょっとね、いつものパレスチナデモじゃんっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとですね、違うところがございます。はい。どこでしょう。まあ、よく見ればわかるんですけどね、Jews say stop、ですね、ウェポニング、ですね、アンチセミティズムというですね、要はこれ、皆さんですね、ユダヤ人の、ですね、アメリカに住んでいるユダヤ人の人たちの、行進になってます。これ、可愛いですよね。スイカ六芒星なんですよ。はい。まあ、こういうね、パレスチナ連帯派の人たちがね、もういよいよ、超正統派の黒い服着た人たちがね、中心になって印象に残ってる人多いと思うんですけど、まあ、別に正統派でもないですね。世俗派の人たちもですね、もう堂々とこういうシンボル掲げてですね、歩き回るようになったという、これ、ロンドンの話ですけれども、はい、もうなんかイギリスとかアメリカはこういう雰囲気だということですね。はい。まあ、シオニストと一緒にされるのは大変迷惑をしているということで言っておりますので、皆さんもですね、ユダヤ人を主語にするのは本当やめましょう。本当それ反ユダヤ主義なんで、マジで気をつけましょうね。はい。ということですね。そう。いや、スイカ六芒星いいですよね。前々からまあ、シンボルとして、パレスチナ連帯派の人たち掲げてたんですけど、まあ、割と、かなり広まったこの2年で広まったみたいですね。まあ、ちょっと、経緯としては悲しいですけど、まあ、結局ね、この状況を利用したネオナチの人たちとかがマジでユダヤ人差別をしているので、はい、ユダヤ人差別もやっぱりひどくなってるので、はい、それに加担してはいけないというところですね。はい。ということでですね、ユダヤ人の人たちとシオニストの人たちは何の関係もございませんので、はい、別物ですし、ネタニヤフと、まあ、シオニズムもまた違う存在なので、はい、気をつけましょう。区別してください。はい、終わりたいですね。日本に差別はないらしいですねって、いやいやいや日本の人たちユダヤ人差別しまくってきたじゃんっていう感じですけどね。反ユダヤと反シオニズムはきちんと区別しなきゃダメですね。はい。ナクバの日には何もできなかったので、名古屋レインボープライドでクエアーズ・フォア・パレスタインの T シャツとクフィアを身につけていきました。ということで、いつもありがとうございます。
そしてですね、ちょっと社会運動で英語圏でこれ話題になってたらしいんですけど、ブラッディ砂川、1955年から57年にかけて米軍基地拡張に関する抗議運動が日本で最も注目すべき反米軍基地運動の一つであった。これは完全な反基地の勝利ではなかった。米軍日本軍の基地は、他の場所に残ったが即時の目標は達成したと。先の学生デモ参加者たちがしばしば警察に対して武装したのとは異なり、砂川デモの参加者たちは白いシャツと頭巾を身につけ武装で座り込み、彼らの血を際立たせることで目立たせました。オーダーに抵抗することを拒否することで彼らは世論の同情を引き出していました。これね、後々の審査欲の運動とかにつながってった話なんで、もうなんか審査欲ごと否定されてたりするんですけど、あったんですよ、こういう血で血を洗う闘争みたいなのがね、日本にもあったっていうことです。1955年に、当時の多摩郡砂川町現立川市において、55年から60年代まで、米軍基地やめろというですね、反対運動が起こりました。で、流血事件などもあり、13人が検挙されたり、かなり激しい戦いだったんですが、最終的にはですね、横田基地に、移行するということで、横田飛行場に移るっていうことで、計画が中止されたというところです。はい。過激化したね、審査欲の人たちとかは、また別のとこ行ったりとかするんですけど、地元の人たちはね、そのままずっと砂川に住み続けているので、当然ですけど、地元の人たちが、こういう植民地主義的行為に対して抗議した運動になってます。だからこういう激しい運動って日本にもあったんですけど、忘れられてるんですよね。忘れられてるから、さっきのね、霊障リベラルみたいな、なんかね、激しい運動は人の理解を得られないみたいなことを下り顔で言う人たちがたくさんいるわけですけれども、全然そんなことはないですね。盛り上がるときは盛り上がってきたんですよ。はい。日本でも。ただ、こういう歴史が忘れられてるのかなとは思います。なんか全教頭ばっかり強調されるけど、別にね、全教頭だけが、この時期の運動ではないということですよね。はい。そう、大学で憲法の講義を受けたら必ず出てくる砂川事件ですね。私もちょっと映像を初めて見ました。そう、昔の判決って見るとすごいんですよね。そう、砂川闘争の一部なんですよね。砂川事件や長沼内規事件なども出てくる。これもしかしたらうちの祖父がちょろっと話してたやつかもしれない。当時は高校生でのんぽりだったからきちんと話してなかったけど、きちんと聞いておけばよかったなと。1995年の沖縄県大会には8万5千人が集まりましたということで、沖縄はね、やっぱり常にこういう地場闘争もしてますからね。はい。そうですね。一審で、ちなみに砂川事件の一審では1959年に米軍駐留は憲法違反であり、被告は全員無罪との画期的判決が下さったんですけれども、その後上告審で最高裁判所が統治行為論によって原判決を破棄するという不当判決だという感じなんですが、1963年に7人の有罪が確定してしまいました。はい。憲法、日本のね、その憲法制度とかを知る上ではね、必ず判例とかで出てくる事件のようです。はい。そう、文字通り闘争だった時代がやっぱり日本にもちゃんとあったんですよね。だけど、みんなこの精神をやっぱ忘れてんじゃないかなという気はします。だから海外の人とかはね、むしろ日本人もすごいんだぞって言ってこうやって拡散してくれたりするわけですよね。はい。で、これがなんで広がってたかっていうと、やっぱり5月18日が先日あったからですね。誰も語らない5月18日、39年前の韓国光州事件を目撃した大学生の証言。戒厳令下の物々しい言論統制をくぐり抜け、韓国民主化運動の現場を取材したユルゲン・ヒンツ・ペーター、偶然彼をタクシーに乗せたことを機に現実に目を向け、心が変化するタクシー運転手、約束は海を越えてと。これ超名作なので、皆さん見てほしいですけど、光州事件を描いた映画ですね。記事は皆さん興味あればぜひ読んでください。で、韓国の方々は、口々にやっぱり18日はね、光州事件に思いを馳せますというポストをされておりました。ドイツ人のね、このヒンツ・ペーターっていう人が、映画ではね、別人になってるんですけど、この状況を取材したことでね、世界中に光州事件の弾圧が知られることになったわけですけども、韓国の民主化運動においては、絶対に外せない事件だったわけですね。はい。ですね、実際に、名作ですからね、抗議運動や闘争が功を奏した例はたくさんありますからね、やっぱり韓国の人たちはこういうのをね、リアタイで覚えてるからね、ああいう感じなんだなっていうのは分かりますよね。
で普段は鉄道のことしか喋らないアカウントですが、最近忙しくて投稿できないし、518の生き証人であるうちの父の体験談も話しましょう。うちの父はとある小さな港町で生まれまして、広州の学校に通いながら一人暮らしをして、518民主化運動をしましたが、実家からの仕送りにを頼りに生活していました。でしかし広州が閉鎖されると、当然ながら生活費、食料、服などの生活必需品の仕送りも来なくなってしまいます。当時父はデモには参加しなかったそうですが、仕送りが来なくなると生活が困難になり、次第にデモに参加するようになったそうです。映画タクシー運転手を見た方ならわかると思いますが、デモの現場では市民たちが参加者に食べ物を配ったりすることがありました。生活費も食料もなくなってしまった父にはこれしか食事をする手段がなかったのです。映画でおにぎりを配っていましたが、父は主にパンなどをもらっていたそうです。南道町の、デモに参加し、多数の方々とジープ車に乗って、周囲辺を回っていたんですが、そこのロータリーを通りかかろうとした瞬間、銃撃事件が起き、まあですね、周りの方々が亡くなってしまう中で、何とかして脱出してですね、という壮絶な、ちょっと体験をされております。で、なんか最近の発見らしいんですけど、光州事件の時にですね、ヘリコプターで、反乱したこういった人たちを鎮圧したっていう噂がずっとあったんですね。でもそんなことするわけ、さすがにするわけがないだろうって、いくら韓国当局があれでもね、そこまでするわけないだろうって言われていて、陰謀説扱いされてたんですけど、詳しく調べたら、光州事件の時に父さんが人生で見たヘリは広州の上空を飛んでるやつだった。人民沿いで生まれた人がヘリなんて知ってるわけがない。広州で初めてヘリを見た時は化け物が飛んでるかと思ったという、こういった多数の目撃証言であるとか、実際ですね、ヘリの弾丸が、高層ビルの上の方にですね、弾痕を残してたっていうことが、割と最近になって明らかになって、ヘリで銃殺しようとしてたんだ全員っていうですね、ちょっとゾッとする全体主義のですね、軍事政権の恐ろしさが、にじむエピソードとなっております。興味ある人は、参考リンクから読んでみてください。公害病だって加害者と家族が戦わなければ闇に葬らさっていたでしょうし、いや、そうなんですよね。はい。そう、確かにヘリの存在をそのものを知らなかったらね、怪物に見えたんでしょうね。はい。ヘリコプターっていうのが何なのかも当時よく分かってなかったかもしれないですもんね。で、先ほどのソテギョさんなんですが、今日は518です。イ大統領も、演説で24日12月の非常戒厳に触れていましたが、広州の精神は死を恐れないことに凝縮される。書くのは簡単ですが、これは戒厳翌日の記事ですということでですね、死を恐れないっていうと、なんか日本だと特攻隊とかを美化する文脈とかでよく使われるので、良いことではないとか嫌悪感を示す人とかも多いと思うんですけど、でもこの広州の話であるとか、ですね、戒厳令に反対した人たちの文脈っていうのは全く違うわけですよね。だから民主主義を守るために死を恐れなかったんですよ。はい。でやっぱりその精神がないと、やはり最後には勝てないのかなっていうのは、ちょっと現実のね、恐ろしさとして、韓国の人たちの証言を見ると思ってしまいますね。46年の今日は韓国で広州518闘争が起きた日である。ですね、農民構想から3.1独立運動、広州518構想、韓国民衆の長きにわたる戦いの途上に今の韓国がある。私たち日本人が韓国の民主化運動の歴史的背景を知るには、大日本帝国の侵略戦争と植民地支配の歴史を学ばなければならない。全くその通りなんですけど、死者の記憶が未来を開いているのであると。広州虐殺の責任者処罰を要求して焼身自殺した弟の意思を受けた人権活動家が世州島、広州、ソウルなど帝国日本と軍事独裁政権の陰の現場を歩き、犠牲となった人々の国政に耳を澄まして、ちょっとこちら読んでないんですけれども、死者の記憶がね、我々をこうやって命がけの行動に駆り立てるのだっていうのは、なんかハンガンさんとかもおっしゃってることらしくて、韓国の人たちにはね、こういう記憶とか実感があるんだと思います。はい。だから実際はね、私たちも本当はこういった
砂川の事件もそうだけれども、暴力的なね、弾圧に抗った人たちの遺産で生きているのに、そのことを実感できなくなったから、みんな霊障系に走ったりね、シニシズムに走ったりしてんじゃないかなと思うんですけど、こういった現実を知ればですね、やっぱりそういったこともできなくなるわけですよね。ただそれって本当は幸運なことではないはずなので、っていう感じですよね。そう、だから国なんかのために命を捧げるのではなくて、そう、自分のね、人権とかですね、自由のために、やっぱり声を上げなきゃいけないと思うんですよね。で、韓国光州事件から46年式典、イ大統領は、国民が主人の国にということで、韓国南西部の光州で80年民主化を求める市民らを戒厳軍が弾圧し、多くの犠牲者が出た光州事件から46年となる18日、ですね、現地にある広場で式典が開催された。イ・ジェミョン大統領は昨年6月の就任後初めて出席し、光州が夢見ていた国民が主人の国に向かって、進んでいるのだと。だから光州事件の時に夢見ていたのは国民が主人公の国なんだと。でそうであるからみんなですね全裸南道を通ってなんとかして民主主義の国を取り戻そうとしていたんだけれども、もちろんね弾圧されて死んでしまった人たちもいるわけだけども、戒厳軍に立ち向かった光州の市民のように2024年の偉大な韓国国民も戒厳軍を防いだのであると、当時の死者たちが今日の聖者たちを救ったのだと、イ・ジェミョンさんは語られているそうです。はい。だから安易にね、英霊のように語ってはいけないような気もするんですけど、ただこういった死者のね、無念であるとか、記憶っていうのをちゃんとね、語り継いでいるかどうかっていうのが、カガンのね、国の違いなのかなという、気もいたします。だから日本の人たちって忘れてますよね。砂川事件のこととかもそうだし、他のことに関しても、全教徒の記憶さえちゃんと継承してないじゃないですか。で、戦前のこともすっかり忘れちゃってるし、だから外国がどうとかっていうよりも、日本がどんな国なのか知らない。日本ので何が行われているかっていうのも知らないし、加害の歴史も知らないしっていう調子だから、こんな風になるんじゃないかなと思うので、やっぱりね、月並みですけど、歴史に学ぶっていうのは非常に大切なことだと思います。そうですね、ナラティブにはもちろん最大限には注意しなきゃいけないです。イ・ジェミョンさんはもちろん大統領としてそう言ってるので、はい。ですね。もちろんその人の命はその人のもとで、その人の死はその人のものだということですね。はい。だから別にね、国のために死ぬわけじゃないので、そこはね、誤解しては絶対いけないところだし、イ・ジェミョンさんの語り結構ギリギリだなというかね、危ういところはあるんですけれどもね。はい、ただそれはね、日本に住む人間がやっぱ言う資格はないと思うので、はい。だから、この記事の最後でも、私が今享受している民主主義は、この方々のが、亡くなってしまったおかげだということを切実に感じるし、年に一度はね、こうやって追悼しなければならないと。ちなみに保守系の野党はボイコットしたそうです。はい。なんか自民党も変わらんなって感じなんですけど、歴史を否定する人たちに未来はないと思いますね。そうですね、日本はやっぱり日本の現実を学ばないと原因がわからないからね、変わっていくこともできないですよね。なんでこんな国なのかって。だから戦前何を韓国や中国の人たちにしたのかっていうところも含めて勉強し直さないと、やっぱりわかんないからね、わかんないものはね、語れないですよね。はい。亡くなっていった人たちや戦った人たちへの敬意がない社会は未来がないと思います。英霊と言われるような人たちだけではなく、その通りです。すいません、それが言いたかった。はい。敬意ですよね。本当敬意の問題だと思います。だから右翼の人たちはなんかね、靖国がどうとか言ってるのはね、あれは利用してるだけだと思うんですよね。だから敬意を払ってるわけではないですよね、正確には。そうではなくて、彼らの行いっていうか、彼らがやってきてくれたことに対して、敬意を払わなきゃならないっていうことですよね。だから悪いことしたやつには敬意を払う必要ないので、はい。ゆうこさん、ここからです。眠りこけてましたということで、ありがとうございます。いえいえいえ。
はい。ということで、皆さん、だいぶきつい状況だと思いますけど、最後にですね、滑り込みで、さっきですね、写真見つけたんで、紹介して終わりにするんですが、今日ですね、農王憲法変えるな、519、国会正門前大講堂を、されたということで、ご参加された方もしいたらですね、お疲れ様でございました。今日の参加者1万人だったそうです。お疲れ様です。今後も様々なアクションが予定されていますということで、ですね、なんか普通に平日にやってですね、1万人集まるようにもうなってきているので、必ずしもね、高市さんがなんか、それこそ、パククネのようにですね、やたらめったら支持率 1% とかでのたうち回る可能性もゼロではないので、あまり期待しすぎるとね、出花をくじかれるので、期待しすぎてはいけないと思うんですけど、こういう動きがね、着実に広がっていて、どんなに警察とかがね、威圧的なことやってきても、ですね、民主主義の輪が広がってるっていうことは希望があるのかなと思います。はい。配信で連帯しました。ありがとうございます。そう、勉強するよりもね、ヘイトを垂れ流す方が楽なんですけどね。それじゃ未来がないですよね。何回も言ってるけど。はい。名古屋や春日井市は何でも行ったんですね。ありがとうございます。命をかけるということは、それは普通だと思いますよ。それは普通だと思います。はい。それが健全ではあります。はい。なのでね、そういう考え方だとね、愛に命をかけるっていうと、どうしてもね、その国とかね、権力に利用されやすくなるので、はい。それはそうなんですけど、ただ、死者にやっぱり敬意を払うっていうことですね。何のために死んでいったのかっていう。だから、特攻に行った人たちはね、あれはなんか、勝手になんか、靖国の人たちはね、美化して、なんたらかんたらって言ってますけれども、無駄死にじゃないですか、ぶっちゃけ。でも無駄死にだけど、なんで無駄死にさせられてしまったのかっていうことを考えるのが、彼らに対して敬意を払うっていうことじゃないかと思うんですよね。はい。っていうことをね、言うとなんか左翼って言われるんですけどでもだって実際にね、無駄に死んじゃったんだから、ね、だって日本勝てなかったし、ああいうことをやってですね、ひたすらね、失わなくてもいいような命が失われたんですから、だからね、そこは、ね、現実をちゃんと見据えて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい。ということでね、最後ちょっと歴史的な話になっちゃいましたけれども、そういうことをね、考えないリベラル派は滅びるということで、はい、ちょっと煽り気味のタイトルでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと皆さんに話したおかげで少しすっきりしました。ありがとうございます。いや、正直ほんとね、なんかもう土日で頭ぐるぐるしててね、もう、なんか東博樹のね、セリフがずっとリフレインしてて、なんかあいつ今回取り上げなかったけどもっとひどいこと言ってたんだよな。なんだったっけ忘れてしまったわ。ちょっと検索したら見当たらなかったので出さなかったんですけど、大体想像つくじゃないですか。手の人たちがですね、神谷宗平さんをアクロバティックに擁護するために、こんなこととか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 言ってるわけですけれども、いや正直ね、ヘイトスピーチをアクロバティック擁護する人がリベラルな国に未来ないですよ、マジで。はい。差別をやめてください。本当に。差別をやめて、歴史に学ばないと、本当に未来がないと思うので、はい。自分をね、インテリだと思ってるなら、ちゃんと反省していただきたいなと思います。はい。いやー、ほんとね、東さんみたいな人一人で十分なんだけどね、何人いるんだよ、マジでっていう感じで言いましたからね、オールスターキャストでしたからね。はい。勘弁してください。はい。一応、五ノ井先生のことだけはちょっと、擁護しておくと、座り込みに関してはね、立派にプロテストだっていうふうには言ってくれてました。はい。だから全員が全員ね、こういうことを常に言い始めてて、冷笑しまくってたわけではないですけれども、なんかね、なんか多いですね。やっぱり冷笑的な発言が多いですね。はい。やめてほしいなと思います。
そうですね。国家により奪われた命っていうのをはっきりすべきですよね。だから、公衆事件で亡くなった人たちのことに対して敬意を払うっていうのもそういうことだと思うんですよね。はい。だから、軍事独裁政権によって無残に殺された人たちに敬意を払うためには、そのことを勉強しなきゃいけないし、そう、反省しなきゃ供養にはならないということですね。はい。まあだから軍事独裁をね、絶対許さないっていうね、韓国の人たちを本当に見習わなきゃいけないと思います。この空間なくなったらリスナーもストレスでぶっ倒れてしまいますので、自制愛をということで。いや、なんか責任があれだな。ありがとうございます。いや、ほんとね、東さんみたいなの一人で十分なんですよ、マジで。多すぎだろ、この人たち。もう、喋らんでええわって。いや、ちょっと喋らんでええわ、言い過ぎか。いや別に有田さんのさ、今までの実績とかを否定するわけじゃないけど、ちょっと今回言い過ぎだし、冷笑しすぎです。冷笑しぐさしすぎですよね。中道も含めてだけど、やめてほしいですね。市民運動をバカにしないでください。市民運動をバカにしないでくださいだし、こういう態度を取ってるから嫌われるんだと思いますよ。左翼っぽいこと言うから嫌われてるんじゃないんですよ。はい。という意図が言いたかったです。はい。OBSN さん、ここからです。すいません。ちょっと、ですね、今エンディングなんですが、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。本当に何度もこの自称中立たちによる差別の壮大化という差別主義者への加担が繰り返されるのかというね、やっぱりそれが繰り返されるのがやっぱりダメだと思いますよね。こんなことしてたら本当にリベラル派全滅しちゃうと思うので、こういう人たちはね、自称であってリベラルではないと、ちゃんとですね、言っていきたいと思います。はい。ということでですね、いろんな方面にまた文句を言ってしまいましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方引き続きよろしくお願いいたします。次回の配信なんですが、多分、ちょっと今漢字だと、金曜日できると思うんですけど、体調が悪かったら無理しない感じで、行きたいと思いますので、スケジュールどうしようかな。ちょっともう一回また投稿しますね。はい。土曜日のね、ゲーム配信はね、引き続きやっていきたいと思います。あと、ノートはちょっと待ってください。ちょっと文章がね、ごねごねして、なんかよくわかんなくなってしまったので、一応書き直します。はい、すみません。ということで、期待せず、お待ちいただければと思います。はい、ということで、本日も遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。よかったらですね、コメントと、アーカイブの方もお気軽に、していただければと思います。それではお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。おやすみなさい。